チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。いつも来ていただいてありがとうございます。本日はですね、戦争、差別、暴力、日本の明日はどっちだ、カラスマフリートークということで、ノーテーマ雑談カラスマフリートークの第11回では、実雑談ではちょっと取り上げられなかったですね、日本にはびこるありとあらゆる問題について話していきたいと思います。まあ、いつもだとね、結構予定を立てずにフリートークは話すんですけど、今回ちょっと時事雑談の続きというか、あんまり違わないような感じになってしまったので、何しろね、話さなきゃいけないことが多すぎるので、現在進行形の社会問題ですとか差別表現を扱いますので、視聴にはご注意ください。またスマホ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりするつもりではございませんのでご留意ください。あと、チャット欄とかですね、コメント欄、最近嵐が多いんですけれども、ちょっと、ルールを守ってください。はい、ということでですね、田花風花さん、しょうがさん、ペタさん、タイムさん、ミニラトルさん、
さん、無欲さん、キアミクさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そして、皆さん、おめでとうありがとうございます。ちょっと先にですね、投稿しちゃったんですけど、チャンネル登録者数が2000人を突破いたしました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかね、2時3時の件からやたらと、低評価とですね、低評価と再生数が同時に上がるという現象が起きまして、まあ多分ですね、いろんな人のところに私のチャンネルが表示されているのだと思いますが、まあ、低評価もインプレッションなので、はい、おかげさまでですね、チャンネル登録者数が一気に伸びて2000人になりました。4月19日はですね、私お誕生日でもあるので、ちょっとね、お祝い配信とか、お知らせ配信とかまたしようと思ってますので、まあ特にね、あんまり期待しないでほしいんですけれども、特別何かできるわけじゃないと思う、特別な、ことをできるわけじゃないと思うので、あんまり期待しないでほしいんですけど、皆さんよかったらですね、引き続きチャンネル登録して、まあこんなひどい、情勢ですけれども、みんなで乗り切っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、いや、そうなんですよ。炎上商法みたいなやり方でバズってしまったまあちょっと複雑な気持ちですが、まあいいかっていう結果往来ですね。615さん、コンカラスです。登録2000人おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでですね、外国料理店に行くのは国府が盗まれるわで言ってたらね、もう相当な右翼ですよね、それ。もう、認識がやべえと思いますが。はい。最近メンタルが落ち込み気味な方とか多いと思います。いや、本当ね、いや、しょうがないっすよ。だってこんなひどい世の中だもん。むしろね、これで元気いっぱいだったらちょっとっていう感じじゃないですか。私もね、いろいろ落ち込んだりとか、まああるんですけれども、まあ皆さんね、あまり気張りすぎずに、まあデモに行ったりですね、ストレス解消もして、乗り切っていきましょう。はい、ということでですね、同じ VTuber からの苦言や指摘が必要な案件だと思うので、炎上商法というよりかは、まっとうなこと言ったら理不尽な扱いを受けるという、まあ、それが左翼の本会ではありますけどね。はい。正論しか言ってないつもりなので、はい。ということでですね、早速本題に入っていこうと思うのですが、まあ相変わらずですね、中東ではひどい紛争が続いていて、まあそれについてはですね、触れざるを得ないということなので、ちょっと先に、触れていきますので、閲覧にはくれぐれもご注意ください。ですね。ウェズリュースさん、コンカラスです。2000人おめでとうありがとうございます。ありがとうございます。ですね、地道に続けていきたいと思いますので、皆様よかったら、チャンネル登録、高評価引き続きよろしくお願いします。はい、ということで本題なんですけど、先日ですね、まあ、アメリカとイランが一応停戦したというニュースが流れて、ちょっとほっとした人もいると思うんですけど、イスラエルがレバノンに大規模攻撃をしました。はい。まあ、こうなることは分かりきってたんですけどね。イスラエル軍は、勝手にですね、停戦の条件にはレバノンは含まれていないと主張し、レバノンのヒズボラという、まあ、イランの組織に近い組織に攻撃すると称して、ね、民間人を大量殺戮するという、暴挙に出ました。これを非難できないなら本当国際社会の意味ないでしょう。まあ、スペインのサンチェス首相などは、まあ、激しく非難したりですとかですね、まあ、ようやくというか、まあ、遅すぎるんですけれども、まあ、中東問題とか、イラン問題とか、パレスチナ問題みたいなこと言うから、私もね、良くないと思ってるんですけど、イスラエル問題ですからね。イスラエルが悪いんです。基本的に全て。いや、申し訳ないけど、イスラエルが悪いんですよ。はい。中東で起きてる問題の、まあ、ほぼ全て、まあ、つまりアメリカのせいでもあるっていうことですけど、アメリカとイスラエルのせいでございます。はい。ということでですね、アナミさん知ってたということでですね、シンゼさん、2000人おめでとうありがとうございます。ありがとうございます。しんどい方はその思い心身を押して頑張ったりせずにゆっくりお風呂に浸かったり好きなものを食べたり専門家に頼るのいいと思います。皆様ご無理なさらずですよということでですね。はい。だからね、
テレビ朝日もね、報道の仕方ほんとおかしいんすよ。レバノンを拠点とする親イラン組織ヒズボラに対する攻撃みたいなこと相変わらず書いてるんですけれども、だからそれはイスラエルが言っていることであって、イスラエル実態じゃねえだろっていう、まあ話なんですけど、あまりね、こういうね、ひどい報道を見ているとですね、血圧が上がってしまうと思うので、まあ避けるというのも一つだと思います。はい。いや、ほんとイラン情勢のもんじゃないんですよ。イスラエル情勢だし、アメリカ・イスラエル問題なんですよ。はい。そう、ハマスと一緒ですからね。そう、中立ぶらないでください、いい加減に。まあ、日本政府のね、態度はもっとイスラエル寄りなのでひどいんですが、まあ、その話は後でします。ということでですね、まあ、なんだかんだで信頼できると言われるボード19303に、ちょっと、すいません、水を忘れたので、ちょっと皆さん動画を見ててください。1分ほど流します。国際法的には問題あるでしょうが、イランがこれだけやられたんだから復興に当てたいとお金を取ってと気持ちは分からないでもないんですよね。でも攻撃したアメリカが俺も入るから一緒に金取ろうぜっていうのはちょっと想像を絶する発想なんですが、これトランプ氏はそう思ってる可能性あるんですか？実際にそういう発言をすでにしていますし、アメリカとイランで共同管理をするんだということも言っていますので、アメリカはこれまでホルムズ海峡を守ってきたと。しかしアメリカの船はホルムズ海峡を使っていない、ですからそれで莫大なコストがかかったので、その見返りをこの通行料から取るというのは非常にトランプ氏らしい発想だと思います。アメリカを守ってきたっていうのはこの攻撃の前という意味ですか？そうですね。ずっとアメリカを守ってきたんだと、この中東をと。そうですね。ちょっとやはり驚愕の発想なんですけれども、どうなんでしょう。イランからするとそのような形でアメリカに利益を分配することで、一つ今回の停戦の一つの大きな争点は、今後もこういうふうな侵攻をされないと、イランの将来の不侵攻ってことも一つ重要な項目の一つなので、これと結びつける形でアメリカにこの地域にイランと共同の事業をやらせて、アメリカにこの地を侵攻する利害を抱かさないようにするっていうのは、ちょっと普通の常識ではありえませんが、しかしトランプ政権とどうやって平和を築くのかっていうことでは、イランとしても検討しうるという考えにありうるのかなと。はい。ということで、いつもね、鋭いことを言ってくださる三脇先生なんですが、普通の常識ではありえないが、トランプ政権と和平するにはそれしかないというもうテロ国家でしょ、こんな国。自分が破壊したホルムズ海峡の安全通行になんで徴収で、通行料を徴収する権利があるっていう話になるんですかね。ありえなさすぎますよね、このテロ国家。いやー、信じられない。こんな国と同盟国と言われているのが恥ずかしいですね。はい。なので、アメリカはこんな感じだし、全くイスラエルを止める気がないと思われます。はい。ということでですね。枝豆家庭連合さん、オグランタンさん、悲しみさん、コンカラスです。2000年おめでとう、ありがとうございます。はい。ただね、メローニはですね、反イスラエルを明確にしてくれてるのはね、頼りになるので、なんだかんだ言って、いいんだけど、あの人ポピュリストなので、やっぱり信用はあんまりできないかなと思います。グレタ・トゥーンベリさんがガザに向かった時にイタリアが船を出して守ってくれるっていう話になったんですけど、イタリア途中で引き返したんですよすげえ裏切り方すんだこいつみたいな、ダイナミック裏切りみたいなことを演じたので、それから私はあまり信用はしていません。はい。そういう性格の政府だと考えた方がいいと思います。でもイスラエルはもう日程そのものですからねもうどっちがナチやねんっていう、ナチか日程かという、それにずる賢くなんか取引をしようとするね、トランプはだんだんチェンバレンっぽくなってきたなという感じなんですけれども、いや多分ね、他人が聞いてというかなんて言うんでしょうね。やっぱり、通常の方法では平和的に協議することができない相手だっていう、言い方されてましたよね、三脇先生。普通の常識ではありえないが、トランプ政権と平和を築くにはお金をあげるしかないみたいな。テロリストじゃん、これ。人質料みたいな感じですよね。だからもう、イランじゃなくてお前らがテロリストだろっていうしか言いようがないですね。はい。
ですね、某さんの焼き山発言や原田博美市長のニュース報道に怒ってた人が今度は1ヶ月も前のニュースの見立ちだけで反高市をしていたなども含め、左派の人もね、最近ポピュリズムに走ってる人が結構見受けられるのでね、ほんと気をつけた方がいいです。はい。イラン関連は誤情報も多いので、ニュース報道を基本ベースにしましょう。アメリカとイスラエルが殴りかかってきたのにアメリカに気を使わなければならないといういやーですね。2000登録ありがとうございます。そう、メローニさんすぐ裏切るから、あんまりね、だから、圧力かけてるという意味では頼りにはなるけど、あんまり信用はしちゃいけないような気がします。Google プレックスさん、コンカラスです。2000おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まあ、ナチと日程を足して 0.5 位で割ったみたいな地上げや大統領、常識が通用しない国際社会。まあ、常識っていうとね、まあ、偏見のコレクションだとか言われることもありますけれども、まあ、常識とか建前っていうのをやっぱりトランプ政権は徹底的に破壊していますよね。はい。ですね。まあ、高市さんは何企んでるかわかんないですけど、あんまりね、深いこと考えてないような気もしますね。高市さんの話ちょっと後でしますわ。で、ガザの状況なんですが、まあ、こちらは一切改善されていません。パレスチナ自治区ガザの教育当局は9日、小学校3年生の女児が授業中にイスラエル軍の銃弾を受け死亡したと発表した。これ5期じゃないですからね。授業中にイスラエル軍の銃弾を受け死亡したじゃないですよね。殺害されたですよね。残虐に殺害されたということですね。ですね。まあ、停戦が発行されてから半年になるんですけれども、イスラエル軍は相変わらずそんな感じですので、ガザに平和は戻ってきていません。そもそも停戦発行後に死者738人っておかしいでしょ。だから結局停戦ってね、ハマスを黙らせて一方的に、まあ、イスラエル側が攻撃してるというだけなんですよね。はい。まあそうですね。常識というか倫理とか良識っていうか人権感覚とかそういったものですよね。はい。停戦半年って何でしょうね。何が停止されているのか。まあ人道支援ですよね。はい。国境なき医師団は活動停止されましたので、はい。だってそうでないとって。ハメネイの抑圧を非難してアメリカの攻撃を擁護してた人たちは結果として強硬派が後替り使って抑圧体制を維持されているのがどう説明するのか。全くおっしゃる通りですが、文字束さんね、文字束さんが正しい発音だと思うんですけど、まあ噂レベルですよ。本当噂レベルなんだけど、今まあ中東方面の噂ではですね、重傷でもう動けないのではないかっていう、まあ噂は出てます。で、ってことは、なんで文字束さんを、トップに据えたかっていうと、おそらくイラン革命防衛隊が指揮をするためですよね。お飾りのトップなんですよ。もしそれが、今のところ、噂の域は出てないですが、もしそれが事実だとすると、まあね、ハメネイさんを殺害して、軍隊にね、指揮権を取らせることになったわけなんで、何やってくれてんねんっていう話ですよね。はい。いや、これはだから何で撃ったんですかね。ちょっと共同通信のあれには、書いていないんですけれども、まあ仮設テントなどをね、なぜか定期的に空爆したりもしているので、もう理由はないのかもしれませんね。はい。ですね。相変わらずニュース報道はそう、言葉選びも良くないですよね。だからちゃんと殺害って書けよっていうなんで3年も経ってこれが書けないのかという話ですね。そして、まあ、イスラエルで噂されているのは、子供を死刑にしようとしているのではこいつらという話です。ナチスでもここまでやったかなっていう、まあ、話なんですけど、先日ですね、パレスチナ人の人たちだけを死刑にする法律という謎の法律が、イスラエルで成立しました。まあ、この法律自体が、まあ、とんでもない話でして、国連からも正式に非難されているんですけれども、イスラエル軍事法廷、イスラエルって基本的に軍隊がパレスチナを支配してるんで、軍事法廷にかけるんですよ。パレスチナ人の人たちを。軍事法廷ですよ。軍事法廷。普通の法廷じゃないですからね。で、軍法にかけて、12歳のパレスチナ人の子供とかを起訴していると。で、実際にはまあ彼らはですね、安全対策はほとんどなく、まあ有罪判決を受けるケースが非常に多いんで、まあね、戦車に石を投げたら逮捕されて起訴された
たみたいなのが有名な話でありますけれども、まあそうした子供たちを死刑にできる、まあ理論的にはできますよね。もちろんアラブニュースなんでこれ結構煽ってるんですけれども、パレスチナの人たちはまあ相当な危機感を覚えてこうやってデモ行進などを今されているそうです。はい。まあ、これもね、だからイスラエル当局に見つかったら何されるか分かんない行為なんですけれども、まあ、どれだけ切迫した状況かというのは伝わると思います。伊沢さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。いやでもさすがに12歳の子供をね死刑にしたら日程超えてますよね。さすがに日本軍でもそこまでしなかったんじゃないですか。まあ中国とか朝鮮の人たちに対する殺戮はね、子供も含めて殺戮してるので、そこは全く同じですけどね。うん。いやほんと満州国ですよね、ここ。アメリカは大勝利宣言してますが、状況的にはまあ完全敗北に近いですからね。はい。だからその屈辱を少しでも緩和するためにはお金を払うしかないみたいな、なんか意味のわからない状況になってるんですけれども、いや、ほんとね、事の重大さを分かってない報道も多いし、まずイスラエルをなんとかしなきゃいけないっていうのは、こういうニュースを見てれば分かるはずだと思うんですけどね。はい。ねえ、ほんと許せないですよね。まあ差別そのものとしか言いようがないし、まあ制度として差別を正当化してるっていうのはね、まさにナチですからね。はい。ですね。林さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。まあね、本当日程の歴史ももう一回振り返らなきゃダメですよね。はい。そうですね。デマといえばですね、トランプの関連のですね、エプスタイン関連の、大体画像とかはですね、大体デマなので、信用しないようにしてください。イスラエルによる大量虐殺が止まらぬ状況は停戦であるわけはない。停戦行為違反の状態か、すなわち虐殺の日常化への私たちの無関心と諦めこそがイスラエルという虐殺マシンを支えているのであると。はい。まあその通りだと思います。ただですね、ネタニヤフ首相はちょっとピンチになっているらしくて、今、イスラエル議会で大変な非難を浴びているんですよ。まあ今回のイラン戦争に失敗した後、まあイランを倒せなかったということでなんですけれども、どういうふうに批判されてるかわかります？人道的にイランの小学生を大量虐殺したりとか、まあやってるじゃないですか、ガザよろしく。まあレバノンでもね、大量虐殺をしてるし、まあそういったことで非難されるんだったら、当然ね、作戦失敗でもあるわけだし、理解できるんですけど、そうじゃないんですよ。作戦の遂行に失敗したことで非難されてるんですよね。右翼のしかも人たちだけじゃなくて、中道から左翼まで全員そういう論調なんですよ。この報道によると。政治的大惨事であると。野党指導者で有力なヤイル・ラピッドは、これは政治的災害である。ネタニヤフは政治的戦略的失敗し、自ら設定した目標を全く達成できなかった。これはとんでもないことだと。なぜイランを倒せなかったのかみたいな。で、民主党、これヤイル・ゴランさんってね、本当にリベラルな人なんですけど、ネタニヤフ首相は何世代にもわたって歴史的な勝利と安全を約束したが、実際には私たちはイスラエル史上最も重要な戦略的失敗に苦しんでおり、国軍は断固として任務を遂行し前進したが、ですね、ネタニヤフや国軍の連中のせいで失敗したと。いや、国軍は断固として任務を遂行したことはいいのって。これだから日本で言うんだったら共産党とかの位置にいる人が言ってることですからね。で、まあ、他にもね、イタマール・ベングビルっていう極右の人たちは当然ね、わーわー言ってんですけど、他にも右翼の立場である、イスラエル・ベイティーヌ島のリーベルマンという人は、停戦したことは失望した。停戦が開始する交渉プロセスに関しては、ウラン濃縮の破壊、弾道ミサイル生産の破壊を放棄することなく、イランと合意すること、そしてこの地域へのテロ組織への支援はより高い対象を払わせることになるだろうと。要はなんでイランを徹底的にもっと潰さないんだ、ネタニヤフ恥を知れという、まあもう言葉がないですね。まあね、日本がこういう国になったら終わりだということがまあ皆さん分かったと思うので、まあなんとか自民党なんとかしましょう。はい。いやー、信じられないね。本当に。左派政党までこんなこと言うのって本当ありえないっすよね。
まあ IDF がやってることももちろんありえないしね、ありとあらゆる意味で許せないんですけれども、まあ、ああいう人たちの無茶苦茶を何が許してるかっていうと、やっぱりイスラエルのこういう世論と政治家ですよね。ファシズム維持のためのファシズム、やっぱりファシズム政府ですよね。はい。パリ方面の子供たち関連のオンラインイベント見てました。お疲れ様です。お疲れ様です。早くイスラエルを解体しないとやばい。マジでもう国内が自家中毒状態になっているので、大真面目にナチやリッテーのような武力討伐はやりすぎだと思うけど、だからやっぱり国連平和維持軍をね、周囲に派遣すべきですよ。だから平和維持軍派遣して、プラス経済制裁ですよね。はい。レバノンの人たちを守らないといけないと思います。いや。ナチスドイツはアインザックルッペンの移動式画施設でユダヤ人の子供を殺害していた。あ、そうか、ナチスは子供を殺害してたんですね。ありがとうございます。はい。まあ、彼らはやってるでしょうね。いやー、とっても愛国的だ。さすがイスラエル。右翼も左翼も揃ってやばいし。常識が違いすぎる。なんで命を奪う戦闘行為の工程を前提としているのか。いやー、どっち向いても地獄ですよね。まあでも正直ね、今の衆議院とね、あんまりの我々自民党がね大半でいて、あとちょっと中党がいるみたいな、我々の政府とはねあまり変わらないというまあ状況ではあるんですけれども、ちょっとね本当未来の日本かこれはと思うとゾッとしますよね。はい。いやーね、いやファシズムや左翼に、差別に反対しない左翼は左翼じゃないと思いますよ。はい、その通りです。そしてね、まあこんなね、イスラエルとんでもない国じゃないですか。我々は何が何でもね、こういう勇気あるデモ隊の人たちみたいにですね、何としてでも反対せねばならないと思います。はい、自民党は何をやっているでしょうか。はい。イスラエルのミサイル防衛導入検討、自民小野寺氏実践で成果って。いや、小野寺さん、ほんと議員やめてくれないですか。で、このタイミングで言うってね、ちょっと目を疑ったんですけど、いやー、信じられないですね。はい。ということで、自民党のですね、小野寺元防衛大臣ですが、実践で成果が上がっているので、イスラエルのミサイル防衛システムの導入に前向きな姿勢を示しました。まあなんか同じ口でね、レバノンへの攻撃に対しては慎んでくれみたいなことを言ったらしいんですけど、JD バンスかよって意味がわからん。ミサイル買うって言ってんのになんでレバノンへの攻撃を非難できるんですか。まあさすがね、小野寺さんですよね。これですね。まあ世界中を怒らせた、まあこの写真から数ヶ月ですけど、何も変わってないみたいですね。はい。今夜からイスラエルを表敬訪問いたします。首相や大統領への表敬訪問、そしてイスラエル国防省にて防衛政策についての意見交換もということで、もしかしてこの訪問の時、まあ数ヶ月前でございますけれども、この1月か、この訪問の時、もしかしてネタニヤフとなんか約束してましたっていう、まあ感じですけれどもですね、まあ絶対ミサイルなんか買うべきじゃないと思います。いやでも本当にこのタイミングでイスラエル支持みたいなこと言ったの致命傷になりかねないですよ。イランに絶対伝わってますよね、この話。だからちょっと高市政権にいるやばいシオニストの人がなんか言ってしまいましたで済まされない気がするんですけどね。はい。ということでですね。会見して自衛隊単独でイスラエル討伐。いやー、小野寺さんは絶対それは言わないと思う。まあそうですね、イスラエル解体には武力必要ないですよ。やっぱりボイコットが一番なんだかんだで効くので、ボイコットと経済制裁して、まあアメリカからね、武器を輸入できなくなれればこの国終わるので、はい、それが一番早いはずです。そう、国家の構造の中にジェノサイドっていうかね、シオニズムって結局侵略支配の思想ですから、それが組み込まれちゃってるんですよね。やっぱりそこを正さないと、まあ解体して共和国化しないと、イスラエルはね、まあちゃんとしたというか国際法を遵守するような国にはなれないと思います。はい。そう、イスラエルと取引を続ける国にも制裁が必要です。はい。小野寺さんに個人制裁、日本にも個人制裁ですよね。はい。小野寺ほんといい加減にしろよってマジで。だからなんか免許切り替えの外国籍の人たちに差別発言した時からずっと言ってますけど、小野寺さんほんと危険な人だと思いますよ。
ガチでタカ派だし、ね、こういう発言しまくってるじゃないですか。イスラエルに突然訪問したりするし。まあ、こいつみよりもある意味危険な人じゃないかと私は思ってるんですけど、なんで重役みたいな感じでいるんでしょうね。理解できないな。取り消せ今の言葉、実戦で成果って子供を殺したことでしょう。イスラエルに示せる経緯はないですね。まあ日本もだから結局イスラエルのね、親和性高いんですよね。アメリカべったりでこうね、軍拡とかを称賛してる国ですから、だから9条がなかったら全く同じ国になってた可能性は高いですからね。はい。せっかくドローン買うの食い止めたのに、でもこれじゃ本当意味ないっすよね。何すんだよ。何がミサイル防衛だよ、本当に。はい。そう、イスラエルの閣僚とかはね、平然とパレスチナ人殲滅の話をしてたりするし、まあ、ジェノサイドがもうね、頭に叩き込まれちゃってるので、どうしようもないと思います。一体国自体やっぱりやり直しリセットしないとダメだと思いますね。はい。シオニズムはもちろん植民地主義です。暴力使わず社会的にとっ詰めるということですね。いやー、軍国主義の再来ってね、中国のあれはやっぱり誹謗中傷の類じゃないですよね。小野寺を日本に入国禁止にする。いやー。そうですね、パレスチナはね、豊かな土地ですよ。砂漠だとかなんとか言ってる人ね、たまにいますけれどもね、全く事実と異なるので、はい。そうね、宗教対立ではないですからね、一方的な植民地主義とジェノサイドです。ミサイルは首相官邸と小泉邸と小野寺邸に置いとけっていうね。ほんとね、自分家に置いといてくださいよ。メイドインイスラエルのバーコードは792番。あ、そうなんだ。ありがとうございます。気をつけよう。そしてですね、まあ日本ではない、まあ日本のね、ただ近くの国はみんなこんな感じなのか、新イスラエルの国家、新米国家はそんな感じなのかと思うじゃないですか。はい。どのような状況においても国際人道法は遵守されねばなりません。人間の尊厳もまた妥協のできない最優先の価値として守らなければなりません。ちょっと残酷な映像なので今回こちらではお見せしませんが、24年9月に発生した実際の出来事でアメリカホワイトハウスが非常に衝撃的と評価し、ジョン・カービーら当時の米当局者が忌まわしく容認できない行為とまで言及した事件です。ですね、子供の遺体を、見るから落とすようなことをイスラエル軍がやったんですけれども、少し救いがあるとすれば遺体だった点ですが、遺体であってもこのような扱いは国際法違反です。過去の歴史の中で起きた数多くの悲劇は人権の尊さが何よりも最高かつ最善の価値であることを教えてくれました。我々が問題視している慰安婦の強制やユダヤ人虐殺や戦時殺害と、これは何ら変わることはありません。ということで、イ・ジェミョン大統領ですけど、いや、すごいですよね。本物ですよ。はい。本物です。まあちょっと、イ・ジェミョンさんとしてもかなり異例の発言で、ここまでね、堂々とイスラエルを非難したのは初めてではないかとちょっと言われてます。はい。韓国の人たちも結構びっくりしているようです。これでね、韓国もね、なかなか米軍の都合とかもあって、新パレスチナの運動って広がりにくいと言われてるんですけれども、頑張ってほしいなと思います。はい。ですね。いやー、イ・ジェミョンさんに首相になってほしい、マジで。本当に。はい。そう、イスラエルによって盗まれたものではなくてね、パレスチナのオリーブとかね、そういったものとしてね、オレンジとして貿易したいですよね。ガザはガーゼの語源になったとの説があり、昔から繊維産業の豊かな場所です。そうですね。石鹸とかね、繊維産業とかが豊かなんですよね。はい。ラズーさん、コンカラスです。イ・ジェミョンさんは基本的に常に正義の側に立ってますよね。本当に。いやーですね。でもなんだかんだでね、あんだけ検察に狙われて、いろいろなね、ああでもない、こうでもないって言ったけど、最終的に無罪になりましたからね。だから結構強運でもあるから、イ・ジェミョンさんなんとかなるんじゃないかという気がしますね。全くその通りですし、このタイミングでここまでの声明が出せる行政の長がいる韓国が本当に羨ましいですね。この人をやっぱり自分で選んでね、ユン・ソンニョルを追放したっていうのがやっぱ素晴らしいと思いますよね。はい。これが民主大統領です。
で、まあ、このようなですね、アメリカ、イスラエルの行いによって、意外なメディアが得をしているというか、私も低評価爆撃を受けて、なんか2000人登録されてるんですけど、ちょっと爆撃ってすみません、不適切でした。申し訳ない。低評価を受けてね、2000人登録者に突破したりしてるんですけど、メディアの影響力が根本から変わりつつあると。YouTube 登録者がアルジャジーラが1790万人で、CNN が1920万人。CNN は伸びないものの、アルジャジーラは毎月50万人増加している。おそらく数ヶ月後にはアルジャジーラが CNN を超えるだろうと言われております。イランでの戦闘中、FOX ニュースへのアクセスは 19% 減少した一方、アルジャジーラのアメリカでのアクセスは 30% 以上増加しているということで、みんなアルジャジーラ見てるってことですね。そりゃそうだよな。一番信頼に足るメディアだもん。はい。もちろんアルジャジーラはカタールの政府と近いと言われているので、あんまりカタールにはね、不都合なことを書かないとも言われているので、そこだけはちょっと注意が必要ですけど、まあ、だってカタールだってね、産油国で、まあ割とイランに対しては中立的な立場を取ってた国ですから、まあそれがね、あそこまでケチョンケチョンに書くというのはですね、中東の人たちがどう考えてるのかっていう話ではありますよね。はい。ということで、アルジャジーラには頑張ってほしいなと思います。ですね、大韓民国こそ21世紀の民主主義の牙城ですね。はい。そう、アメリカでもね、ついにアルジャジーラが信頼度で逆転しそうだという話ですね。はい。だから本当アルジャジーラすごいですね。いや、アルジャジーラ日本語版欲しいですね。本当誰か、金出して日本語支局を作ってください。お願いします。私は、ちゃんと有料購読するわ。アルジャジーラよく見てますが、やっぱり中東各地に記者いるんで、やっぱりそこですよね。当事者の人がね、だってイランのやっぱり人がね、イランについて、レポートするのが一番説得力あるし、強いじゃないですか。はい。まあ、イランはね、独裁だからなかなか報道できないとも言われてるんですけど、それでもやっぱり一番信頼性の高い情報を掴んでくるのはアルジャジーラなわけですよね。CNN じゃないんですよ。まあ、CNN の記者さんだってね、いろんな人種の人いますけれども、やっぱりやっぱり中東系の人たち少数派だし、白人がね、あんなとこにのこのこ乗り込んでったらね、目立ちすぎるので、やっぱり難しいというか限界はありますよね。はい。アルジャジーラには本当頑張ってほしいと思います。で、最後にすいません。ちょっとPTSD とかそちらの、記事なんで、ちょっと注意なんですが、イスラエル軍で PTSD と、まあ、死を選ぶ人が急増しているという当たり前の話ですけどね。むしろ今までなんであんまり話題にならなかったのかと、これロイターの1月の記事なんですけれども、ちょっとネットで今話題になってます。イスラエルへの、ですね、ガザ虐殺が、まあ、今年今でですね、もう2年以上続いているわけですけれども、そのような状況の中で、1月にですね、イスラエル兵ですよ。イスラエル兵の側の、心的外傷後ストレス障害や、死が激増していることが分かったと。国防省や医療機関が最近まとめた報告では、ガザやレバノンで戦闘が起き続け、イランとはもう戦争になっちゃいましたけど、軍人が直面するメンタルヘルスケアの危機が詳細に記されていると。いうことでですね、なんと、戦争負傷で治療中の2万3000人の兵士や関係者のうち6割が PTSD を抱えている。6割特にね、防衛戦とか、もちろんウクライナのだから兵士の人たちもそうなんですけど、防衛戦とかで自衛戦を正当化するタイプの人には特に言っておきたいんですけど、どんな状況でも戦争に行ったら PTSD になるんですよ、人間っていうのは。当たり前じゃないですか。はい。だから極限的な状況でね、まあしかも、こういった虐殺行為みたいなのに加担するわけですから、最初はだからパレスチナの人たちへの差別意識でなんとかなってたかもしれないけど、徐々にですね、やっぱり心に檻が広がっていくわけですよね。だから平然と人殺せるやつは確かにいますよ、中には。でも全人類のやっぱ1割ぐらいだと言われているので、そういう素質のある人って、はい。まあそういう人たちがもちろん悪人だと言いたいわけではないけれども、まあ9割の人たちはね、やっぱり人を殺してしまうとトラウマになって PTSD になるわけですよね。はい。
なのでですね、このイスラエルのこういう暴虐戦争は誰のためにもなってないと私は思います。はい。ネギクジュさん、コカラスです。戦争のもたらす影響として重要な指摘です。そうですね。その通りだと思います。いや、本当にね、だから、イスラエルのね、連中はもちろんそうだし、日本にいるなんか勇ましい人たちもそうだけど、だから兵士さんの今後のこととか考えてないっしょ、あなたたちはっていう。だからあんな残虐なね、虐殺とかに加担させたら絶対こうなりますよね。そう、人は人の命を奪っても平気なようにできてないんですよ。だからネタニヤフとかトランプとかで、私もそうだけど、共感性低い人間は別ですけど、でもそういう人たちだって全人口で1割ぐらいしかいないから、みんな一緒だと思わないでくださいっていう話ですよね。はい。イスラエル国防軍は自国民で兵士を揃えられず外国からリクルートしてる。そうですね。それも噂されてるというか、事実ですよね、ほぼ。だから他の外国籍兵士、フランスからの兵士とかが大量にいるっていうことで、だからフランスは政府は怒って、あいつら逮捕しなきゃダメだって言ってるんですけれども、外国から参加してたらね、トラウマにPTSD になって、しかも逮捕されるんだから、散々なんで、外国の人たちももちろん協力すべきじゃないと思います。そうですね。ランボーも PTSD の話でしたしね。だからアメリカもずっとそういうことを繰り返してるのになんでベトナムであんだけひどいことになっても懲りないのかというそう。いや、やっぱりね、シオニズム思想でいくらそうやってパレスチナ人はなんか動物だとか差別してもいいんだとかって言っても、やっぱり殺しちゃうと話が別なんでしょうね。はい。韓兵は戦場で刻み込まれてしまった暴力を祖国と家庭に持ち帰ってしまう。そうですね。で、日本兵の話ちょうど出てたので、ちょっと紹介して終わりにします。日本兵のトラウマはなぜ可視化されなかったのかということで、こちら4月3日にですね、上智大学の、中村先生という方の記事が出ていたんですが、戦争から帰還した兵士たちの心の傷について日本で広く語られるようになったのは戦後70年以上経ってからですと。当時からね、第二次世界大戦で PTSD になった人たちってシェルショックっていう風に言われていて、米欧では問題になってたんですよ。でもなぜかというか、大日本帝国は日帝なので我々はね、シェルショック、砲弾病、行軍を意味する日本軍には皆無であるみたいな、新聞を書いてたらしいです。朝日新聞かな。本当言葉もないくずっぷりですけれども、要は自分たちの兵士にはそんな軟弱者はいないのだという論理で、そういった PTSD になる人たちっていうのを蔑んだりとか、お国の役に立てず申し訳ありませんみたいなこと言わせたりとか、徹底的に隠蔽してきたわけですね。で、トラウマを抱えた日本兵は家族にやがて暴力を振るうようになったりとか、悪夢にうなされるようになったり、酒ばかり飲んで、ですね、やっぱり子供を苦しめたりとかしてる。で、その子供がまた虐待をするようになったりっていうようなケースがですね、やっぱ後を絶たなかったそうです。なので、今に至っても、日本のね、そういう、やっぱり差別とか暴力、特に男性ですけれども、をする人間が多いっていうのは、おそらく戦争の影響もね、あるんではないかと私は思います。いやー、本当イスラエルはね、ちゃんとだから、PTSD 専用のそういう機関とか作ってくれないと、だから大量の機関兵をどうすんだっていう話ですよね。あんだけ虐殺を2年もやっておいて。はい。ベタさんのおじい様がそうですね、今は安らかに過ごされているといいと思います。そうですね。だから結局プーチンと同じことしてますよね、ネタニヤフって。そう。その視点大事ですよね。だから兵隊をよそから持ってきて戦わせるなっていう話ですよね。はい。イスラエルでも兵役反対デモは起こっている。そうですね。イスラエルのね、左派の人たちはね、やっぱり兵役そのものに反対している人多いと思います。国民国家は徴兵または志願制になるが、軍隊は国民によって構成される。これはそれ以前の傭兵に依存していた時代とは大きな違いだが、21世紀にはむしろ傭兵メインになっている。そうですね。イラク戦争からですよね。やっぱり傭兵がね、メインになり始めたの。PTSD をヒステリーと分類する女性差別のせいで、帰還兵の PTSD 治療が遅れた。そう、なるほど。そういう話もあるのか。ちょっとこのね、中村先生の、あれには書いてないですけれども、それもあったでしょうね。はい。
まあ戦争は女の顔の話もしていないのことも研究されています。強い行軍は強いぞみたいな。だからほんといい加減にせえや行軍はよっていう。だから結局大日本帝国のそういう邪悪さってずっと連鎖してるんですよね。そう弱者切り捨て大好き、マッチョ大好きっていうの今でも変わってないよね。彼らの性格って。そう国威のためなら地震被害も隠すしね。終わってますよこの。だからまあ我々の教訓としてはね、やっぱりイスラエルのようなね国に二度となってはいけないということですよね。そう器甘いみたいな思想もやっぱりここから来てますよね。そう、未だにね、精神病んでる人はね、私もそうだけど、軟弱だ甘いみたいなね、ことを言う人が後を絶たないわけですけれども、そういった精神文化みたいなのはね、ずっと続いてんじゃないかと思いますし、やっぱりそういうのをね、鋭く批判してきたのってフェミニストの人たちなわけですよね。やっぱり彼女らの声を聞かなきゃいけなかったと思います。はい。前に一緒に仕事してた人はフランス外人部隊の経験者だった。へえ。さすがにガザリは言ってないと思いたいですが、仕事での軍隊的な風潮っていうのはそうですね、ずっと引きずってますよね。ソルジャーって言われて採用されたりするじゃないですか、今でも。だから全然変わってないですよね。はい、なのでちょっとイスラエルと、イランの話でございました。早速うんざりしてきたと思いますけど、ちょっと次に行きます。イラン戦争に関連してなんですけれども、日本の首相がイランの大統領に電話をかけました。はい。25分間です。戦争と始まって以来、東京とですね、ペゼシュキャン大統領の初めての会談だったわけですけれども、高市氏が選んだ全ての言葉は外国の仮面をかぶった武器であったという。このペレラさんのね、論評あまりにも強すぎて、結構賛否両論なんですけれどもですね、プロジャーナリストの方ですね。はい。彼女はホルムズ海峡をグローバルな物流の生命線であり、国際的公共財であると呼んで、イランを非難したそうでございます。何考えてんの？いや、ようやくだって大統領とね、ペゼシュキャン大統領と話したと思ったら、イランを非難したんですよ、高市さん。いやー、もう、何やらせても逆方向に行くのかいなっていう。日本は海峡にアクセスできないので8000万バレルの備蓄を放出している。今、海峡にアクセスするために通行料を支払うか、追加の輸送コスト1バレルあたり5ドルで希望法周回ルートを通るか、トランプ氏が半減アラウンドという表現した米海軍の護衛に頼って全てうまくいくことを祈るからいずれかである。これらの選択肢はどれも事態の現状回復にはならず、戦争前に無料だった海峡は今通行料を課されるか軍事化されるか、あるいはその両方であり、日本が 94% 依存している海峡は、人民元によってですね、通貨によって今コントロールされているということで、はい、いや、この石油危機解決する気あんのこの人マジでもう積んでしまうんではないかって本当にリアルで恐怖してきているんですけれども、どうしたらいいんですかね私はもはやなんかわからなくなってきた。ケイトさん、ここからです。ちょっと、イランの大統領とせっかく25分間もお話ししたのに、謎の説教かまして、終わってしまったという話をしておりました。はい。そうですね。やっぱり日本の学校が軍隊乗りなのがね、全てに起因してる気はしますよね。そこで縦乗りとか、そういう集団に従えみたいなのを教え込まれてるっていうのはあると思います。ずっとこんなに歩み寄りしてくださったのに今だなんて本当に遅いし、イランを非難するのは意味不明ですねだから文官の人たちとイラン革命防衛隊違うんだから、態度を変え、いい意味で態度を変えなきゃダメなんですよ何言っちゃってんのっていう。ソルジャー営業だとか今でも言いますよね。ソルジャーじゃない勤め人なんているのか悪い意味でブレないな。トランプの代弁者としての使命を全うした高市、国民生活よりドナルドを優先。イランと交渉しろと言ったらイランとビシッと帰ってきた。いや、でも高市さんには無理なんでしょうね。もう無理なんだと思う。思想的にそういう人だから、
いやー、ナフサも原油も返ってこないし、ね、だからショックドクトリンとかは危機を煽って会見するみたいな、そういうなんかその邪悪な計画を考えてるんじゃないかという噂があるわけですけれども、そうじゃなくて単に何も考えてないだけではないかというちょっと疑念が生まれ始めていますね。まあ、ホルムズ海峡を今まで通り通過するために怠慢はたく結果になってもノリの懐からは出てこないという。いやー、でもそれ国民の税金ですからね。ただで通過させてもらうチャンスだったのに結局人民元払わなならんのかいっていう。はい。軍隊があらゆる組織のモデルケースとして機能してきた経緯があり、今後はその欠点を補う組織モデルを、そうですね、日本のいろんな会社組織とかはそれがテーマですよね。そう、日本の学校、子供に軍服着せたりしてますしね、今でもそういうノリが変わってないですよね。会談しても時間の無駄。中市はもしかしたら革命防衛隊が何なのか分かっていないいや、私もにわか知識であれしてますけれども、いや、あなた、イランについての本読みないよ、少しは。飯山あかりさんの本以外で。ビシッと言った竹内さんかっこいいぜ。こんなの首相に選んだ人たちは人を見る目がないのではないか。勝つか負けるか上か下かの概念しかないのでは。ですね。幼稚園のお遊戯会で腹切りの演技をさせられたことを思い出した。そんなのやってたんだ。なんかね、なんかそういうほんと軍隊ノリとか上か下かみたいなノリをやめて、マッチョなノリをやめてほしいですよね。だからジェンダー関係なく日本の人たちってエリート層の特に人たちってそういう人が多いから、イランもびっくりしたんじゃないかと思いますけどね、突然こいつ説教してきたよみたいな。何様ってちゅうことでですね。で、まあ政府のね、まとも寄りの人たちは何を言ってるかっていう話なんですけれども、赤澤、両生経済産業省は、まあ唯一高市政権で期待されている人物なわけですが、年を越すのに必要な石油量を確保できたと。さすが赤澤さん。さすが赤澤さんだみたいなことを、なんか前半だけはねちょっと期待させるんですけど、一方プラスチックなど石油化学製品の原料となるナフサについては中東以外からの輸入拡大により在庫の使用期間を半年以上に延ばすことも可能だ。可能化学製品全体でのナフサの国内需要は少なくとも4ヶ月分だ。予想通りじゃねえかよやっぱり8月で終了説いまだになぞってますよね。まあ先日報道特集がね6月末で尽きるかもしれないみたいなことを言って炎上したわけですけれども、あれも本当不当な話で、最悪シナリオだったら6月だったんですよ。だけどまあ今のロイターとかいろんなまあ専門家の見解としては、おそらく4ヶ月分ぐらいはギリ持つだろうみたいなくらいにまあ修正されているわけなんですけれども、だから赤澤さんが全力で頑張っても4ヶ月分確保していますとしか言えないわけですよね。ダメじゃないですかこれどうするんですか。4ヶ月じゃ海峡開かないでしょ。しかも行って帰ってくるのに1ヶ月以上かかるわけですからね。はい。原油は見通しがついたという、そう原油の話だけなんですよね。だからまあ原油を生成すればそれはナフサはできますけれども、それでも多分そういうのを加えた上で半年って言ってんじゃないですかね。いや大本営発表ですよねやめてくださいよ本当に赤澤さんまで。4ヶ月なんて目の前やんけ。現状考えればまあこれでも朗報、まあ6月よりは伸びましたけどね、6月よりはね、はい、やっぱり滞ってんじゃないですかということで、まあそれを補強するような恐ろしいニュースを読売がなんと報じているんですけど、石油元売り3社に病院や農畜産業など重要施設への直接販売を政府が要請したということで、まあ多分ねこれも赤澤さんの指示じゃないかという気がするんですけど、いやわかんないですよ、書いてないので。石油元売り大手3社に対し、病院や公共交通機関などの重要施設向けに卸売業者を通さずに重油や軽油などの石油製品を直接販売するよう要請したと。スムーズに滞ってるので、スムーズに通ってないので何とかしてくださいということで、赤澤さんのコメントとして安定供給を必ずやり遂げるという決意を持ち、サプライチェーンの実態を把握して対応策を考えるという、
まあ、読売は肯定的に書いてるわけなんですけど、で、卸売業者さん、これどうするんすか？商売にならないでしょ、こんなことされたら。だからまあ、正直卸売さんに泣いてもらってでも、まあ、ナフサがなくなったり、まあね、透析の、まあ、原材料ですよね。まあ、特に今言われてますけれども、なくなると死活問題なので、病院や医療物資の製造を最優先して、まあ、確保するしかないという、いや、なんかほんと切羽詰まってんだなというニュースですね。はい。まあ、読売はなんかちょっとご安心くださいよみたいな感じのノリで書いたのかもしれないけど、なんかむしろ危機感を煽られてる気がするんですけど、怖いよ、これ。だってそこまでしないともうダメな段階だっていう意味ですよね。はい。4ヶ月もギリでしょ。一旦止まったらコンビナートを動かすのは1ヶ月。そう。そこがやっぱり専門家の人が指摘してるのよね。最大の問題そこなんですよ。一回も切らしちゃいけないんですよ。中止したコンビナートを動かすのに、再稼働にも1ヶ月ぐらいかかるんですよ。普通のパソコンとかと違うんで、ボタンを押したら再起動するんだったらね、楽なんですけど、石油コンビナートってね、再稼働に非常に時間がかかるので、なのでですね、ちょっと工場解説は私できないですが、まあ、いろんな理由があるようです。なのでですね、絶対に一回もその原油を切らしちゃいけないんですけれども、まあ、ここまでしないと、その原油が切れるかもしれないという、ちょっと感じになっているわけですかね。やばいな、もう。何が社会全体の問題なのか。エネオスとか企業の上り持ってデモに出てこい。いや、ほんとエネオス出てきてほしいですよ。エネオスと出光出てきてよ。っていうか、出光の人がイランのね、人たちに話したら、向こうも話聞くんじゃないですかね。はい。目詰まり、滞り、コロナ不足の自民党、日本政府の言うことはいつも同じですよね。はい。ナフサが8月まで持つとしても、イランの大統領にあんな口を叩いたのでは。本当なんでガソリンはいつも通り使ってくださいとか言っちゃったんでしょうか。五感通りの油断って。なるほど。そうですね。いやー。で、まあ、日本の近くのマレーシアですけれども、マレーシア人の方は牛乳を見つけることができなくなってるそうです。で、これ、どういう話？牛乳ってはちょっと思うじゃないですか。まあもちろん農業にもね、いろんな影響が出てるわけですけれども、原因はナフサ不足です。はい。マレーシアのサプライチェーンは、まあシンガポールなどにも輸出している乳製品ブランドがあるそうなんですけど、ポリエチレンテレフタートの、包装パッケージで、こういうね、日本のみたいな紙じゃなくて、プラスチックのパッケージのやつが結構主流らしいんですね、マレーシアの牛乳って。はい。なので、これがないんで、もう売れませんという話になっているそうです。いやー、やばいですね。だからマレーシア、明日は我が身というか、マレーシアはあんまり備蓄がなかったので、まあこういう事態になってしまってるわけですけれども、日本はだから備蓄があるからってのんきしていますけれども、明日は我が身だと思います。だからプラスチックの牛乳はあってもプラスチックで包装できないからね、販売できませんみたいな、わけのわからない事態になってるわけなので、はい。だからやっぱり全てのものを紙にしなきゃいけないとか、そういう対策をする可能性もしなきゃいけなくなる可能性さえありますよね。はい。ナフサはね、全世界でこのように取り合いになってますし、特に、まあ、アジア圏はね、もうどこも逼迫しているので、泣きついてもね、やっぱり売ってくれないと思いますね、今の状況だと。いつさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ナフサが止まれば多くのプラスチック工業が廃業する。病院も他の産業もあるし、復旧するにはどれだけかかるかわからない。そう、産業が壊滅しちゃう可能性があるんで、それはそれでやばいですよ。それはまた別の意味で死者が出るので、はい。ペットがないってことはペットボトルもそう、ペットボトルの材料自体がまあ作れないっていう状況なわけですよね。そう、飲料ボトル、食品容器、包装などの、まあこれマレーシアのニュースなんですけれども、材料がなくなったそうです。はい。備蓄があるなら何もしなくてはなく、備蓄があるうちに急いで対策しなきゃいけないですね。で、その日本政府はじゃあ
食品用資材に関してどうしてくれてるのですかという、期待を込めてニュースを開くと、農水省、これ今日のニュースですよ。食品用資材の流通状況把握へ。鈴木農相は10日の閣議後会見で食品用資材の流通状況を把握するためのチームを立ち上げたと明らかにした。まあこれX ではですね盛大にな反響を呼んでいます。褒められてんじゃなくてびっくりされてるんです。チーム作ってなかったのみたいな。いや私もびっくりしましたいやまあ正式に発表してなかっただけなのかもしれないけど、いやそもそもチーム作ってなかったんじゃん農水省はさって何もしてなかったでしょあなたたちっていう。いやちょっとびっくりしますね。やばいいや本当にこの政府やばいのではってまあ今に始まったことじゃないですけれども、1ヶ月間何やってたんですかね。まあ、だからまあ、1ヶ月ぐらい前の配信でね、結局、アメリカに逆らいたくないから、日本政府は祈ってるだけで何もしてないみたいな、論評を紹介したことがあったと思うんですけど、まあ、その通りだったんだなという気がしますね。農水省食品用資材の流通状況把握チームを設置した。つまり政府がようやく認めた。原油が来ないと食品包装が消える。私は、ドクターパパさん最近インフルエンサーになってますけれども、3月7日からずっと言ってました。ナフサポリエチレン食品フィルム、このラインが切れたらスーパーの棚から包装食品が消えると。まあ、さっきのマレーシアみたいな現象が起きますよっていうことですよね。日に日に崩壊が近づいているが、ここにやっと政府の目が向いたのだ。ただし把握チーム止まりであり、把握代替到達優先配分備蓄義務化ここまで同時に走らせないと間に合わないのでもはや時間がないと。はいまあおっしゃる通りかと思います。鈴成さん、タヌコッコさん、コッカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや本当おもちゃも作れないしね、この悠長さなんだろうって今から調べますってもうすげえよっていやほんととんでもない時代に生まれてしまったもんだぜみたいな蒼天航路っていう漫画があったんですけどもうそういう気持ちになってますね。すごいよ本当に。全然危機感なし。この政府は責任を取る気があるのかいやないですよねだからそう攻撃初日に対策チームを立ち上げなきゃいけないのに1ヶ月間放置していたんですかっていう。まあすごいよな。いや他に案件とか抱えてないでしょもう官僚に理系の人いないんでしょうかまあ別に私も文系ですけど別に理文はあんまり関係ないかなと思います。ドクターパパは煽りとキッズが攻撃する地獄っていう。いやもはやね全員救えないってちょっとね諦めの境地に達しつつあるので、だから最初から危機感持ってやってる人がですね諦め始めたらやばいんですよ皆さん分かっていやここに来てる人たちは分かってらっしゃると思うけど政府の人たち本当分かってないっすよね。まあそうですね。やっぱり政府の人たちってお金持ってるからあんまり危機感ないんでしょうね。まあそもそもスーパーに行かないでしょうからね。はい。で、まあただですね、まあだんだん認めざるを得なくなっているというか、木原さんが少し正直になってきているという変化が見られます。様々な対応策を検討したが決定したものはないということで、木原官房長官は昨日の会見でアジアの原油確保に向けて政府が現地企業を支援する方針との報道に対し、政府として重要物資のサプライチェーンの停滞に備えて様々な検討を行ってきたと述べるにとどめ、決定したものはないと説明した。まあ、先ほどねナフサをどっかから確保できないかというようなちょっとお話ありましたけども、日本企業の重要なサプライチェーンを担う現地の企業と円滑に原油を確保できるよう日本政府が資金融面で支援する新たな枠組みを占めることで調整が進めているものの、決定をしたものはないと、何も決定してませんと、何も決まっておりませんというですねもう何も対応できてないじゃんっていうもはやいや認めないでくださいよっていう、まあ、いや認めてくれる方がまだいいのかとどうなんだろうという感じですが、
で、まあ足元のですね、SNS や、まあ私の周りからも結構こういう声聞こえてくるんで最後に紹介しますけど、商社勤めのママにどう石油やばい感じって聞いたら、関連の問い合わせが毎日20件近くあって手に負えません。とにかく溶剤がやばい。繊維関係もダメだし、もう米袋とかも紙になるんじゃないでしょうか。3ヶ月後には末端までこの逼迫状況が行き渡ると思うと言ってて、まあ確かに有機溶剤がないと話にならんなというですね。まあこれあくまでも口コミの内容なんで、そのまま信じてはいけないとは思いますが、私のだからリアル周辺でもこういう声聞こえてくるし、まあとにかくね、ポリ関係のものが何もないっていう、まあ売ってくれないし、その在庫が貴重だから売りませんみたいな態度を取り始めてるので、まあそれは商社さんは困ってるだろうなと思います。はい。ということでですね、ナフサ危機は本当にちょっと暗雲が立ち込めておりますが、はい。いやー、なんかね、経験が豊富な人は手遅れなの理解しちゃってんのかねっていうですね、検討で何なのこの国は。今からでもイランに頭下げられないのから、いや、ほんとね、小野寺さん辞任してでも頭下げてきてくださいよ、マジで。本当に。まあ、検討って何もやってない人の代名詞みたいになってますけど、検討を加速するって言って何もしないのはね、岸田からの得意技ですからね。先人が築いた財産を猛スピードで食い潰している。備蓄ってだからね、だからオイルショックの時に、まあ日本は備蓄しておかないとまずいよって、島国だからまずいよって言って、その知恵なわけですよね。だから、容易に切り崩していいものではないし、韓国みたいに備蓄を使わないでまず回すっていうのが、王道じゃないですか。でも最初から備蓄に手つけちゃってるでしょ。やばいですよね。だから備蓄の目減りに従ってカウントダウンしなきゃいけない羽目になっているわけで、ホラー映画じゃないですから、はい。これ、なんかね、SNS でこうやってなんか人の不安を煽るなみたいなことを言ってる人もいますけれども、不安を煽ってるのは政府の対応だと私は思います。はい。不安を煽らないでください。いや、本当恥ずかしいですね、この政府の対応はね。得意様を守るためには供給を絞らざるを得ないのかね。まあ、結局大企業を優先して動いてるんですかね。前に勤めてたプラスチック工場行ったら今は大丈夫だけど来月からガラリと変わりそう。ああ、なるほど。5月ぐらいからっていうことか。でも所詮そう、備蓄だからね、いつかは尽きるんですよ。だから今カウントダウンしてる状態なので、そうじゃなくてどっかから調達してきてよ、頼むからっていう。ゴールデンウィークは通常運転で夏休みは自粛祭りになる予定なのだと。まあその見立てはありますよね。セルフロックダウンで時間を稼いだのに GoTo キャンペーンした。もうその辺もだから安倍晋三政権なんだよな。イランの海峡封鎖はですね、当然なんて言うんですかね、国際法違反ですし、世界中に危機を生んでるのはね、グテレス長官とかも言ってらっしゃる通りだと思いますよ。ただまあ、火曜の配信でも言ったんですけど、これイスラエルに対する報復行為なんで、まあ、イスラエルがね、現在進行形でね、イランの人たちとか、まあ、レバノンの人たちを殺しまくっているのでですね、やっぱり、まあ、道義的非難をするのは難しいんじゃないかとは思います。はい。ただ、イランだって別にね、日本とかアジア人をね、大量殺戮するためにやっているわけではないと思いますので、まあそこら辺ですよね。ただ、イスラエルが結局イランを滅ぼそうとし続ける限りは、彼らは防御策として何かしらいうことをせざるを得ないと思うので、はい。まあ日本が何をすべきなのか私は明白だと思いますけどね。継続的に使用するルートを確保すべきだし、まずイスラエルを止めらなきゃいけないんですよ。本当に。そう投石の人とかね、弱い人たちから結局苦しむわけですから、もちろんね、エネルギー供給を勝手に断ったりするのはね、それ自体は国際法違反です。それは明確にしときますけど、はい。それ自体は全く国際法違反で、そこはね、弁護の余地ないとは思うんですけど、まあ、イスラエルがやってることもね、すべて国際法違反ですからね。はい。だから結局ね、そう、やっぱり人の命をね、大事にしてない同士だからそうなるんですよね。はい。だからガザ虐殺を止められなかったから、まあこういうことになってるわけですし、まあアメリカこそね、人民の命をやっぱりないがしろにしてるし、日本とかアジア圏の人たちの命を、なんとも思ってないですよね、トランプは。そう。
海峡を通したら結局イランが滅ぼされる可能性が高いわけですから、彼らとしたら死活問題だからね、いや悪いけどね、お前ら苦しんでくれってなりますよね。だからウクライナに関して、例えばウクライナを支持して、私もそうですけどウクライナを支持してたような人たちはね、特にイランを非難できないんじゃないかと思いますよ。だって侵略戦争をされたらさ、それはね防御するでしょという話じゃないかなと思います。はい。ということでですね、まあ先ほどちょっと投石の話とかもあったんですけど、次は例の話題に行こうと思いますが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。そう、イランだけ攻めるのはやっぱフェアじゃないんですよね。彼らも命かかってるわけだから、はい。だからそこはね、イランの安全を保障することによって、海峡をじゃあちゃんと開けてくださいっていう風に説得するしかないと思うんですけど、なぜかそういう方向に行かない。なんでイスラエルをまず止めないんだよって、あそこで暴れてる人がいるでしょっていう、はい、思うんですけどね。結局トランプはだからイランの通行料徴収を認めてるようなもんなんですよね。そしてイランの原油を買って、ロシアの原油を買えみたいなこと言ってるわけでしょ。ね、ほんと誰の味方してるか明らかですよね。そうですね。結局イランの人たちが我々を人質に取ったのは外形的には事実。ただそれを招いたのはやっぱりイスラエルとアメリカですよね。はい。絶対こうなるだろうって予見してたのに戦争を仕掛けたのはあの二人ですからね。はい。ということでですね。ただ、こうしたことで、日本政府はね、民主政府なわけですから、せめて命を守る政策をやってほしいと思うじゃないですか。先ほど、高額療養費の負担増を含む2026年度予算案が参議院本会議で採決されました。引き上げによる受診抑制の影響を軽視し、患者団体の訴えにも一切聞く耳を持たない高市政権に満身の怒りを持って抗議しますと、いうことで4月7日に予算が通ってしまいました。はい、オンライン署名、高額療養費の限度額引き上げを撤回してください。これ、伸びに伸びてですね、もうちょっとで30万いきそうです。もう超えたかな？はい。ですね、下の方概要欄にずっと書いてるんですけれども、ぜひともですね、署名してない人は署名してください。国家による殺人的医療制度改悪である高額療養費限度額引き上げに賛成した奴らは人権人道に反してならず者として記憶するため参議院の投票結果を中心に一覧表にしましたということです。これすごいんですけど賛成した人たちを全員名前出してるんですよね。すごいだと思うんですけれども、基本的に自民、維新、日本保守党、参政党などが賛成しました。はい。なのでですね、もはやという感じなんですが、なんでこういう制度を通すんですかね。ちなみにチーム未来も賛成してるな。はい。だから、一番だからね、絶対に通してはいけないっていう、一番だからやってはいけないことをわざわざこのタイミングでやるわけですよね。はい。いや、ほんとこれ最悪ですよね。そう、もう一人反対に回れば否決できたにもかかわらず、結局予算案がね、可決してしまったので、結局ね、そう、選挙で一番悪い方向に政治が変わっちゃいましたよね。極右とネオリベアクワガッタや安楽死好きの人たち。いや、こんなことやってこの国良くなると思うんですかね。いや、本当にね、そう思いますよ。ペットボトル1本分のために117円のために命を削るのかという、批判がずっと殺到していたわけですけれども、予算案は修正されることなく通ってしまいました。たったと予算通せみたいなことを言ってたのもあると思いますが、高市さんにはですね、ずっと批判が集中していて、参議院厚労委員会に参考人として出席した天野信介全国がん患者連合会の理事長の話に委員長室は静まり返ったと。高額療養費制度は石破前内閣が編成した予算案でも、
あったわけですけれども、石破も最初は賛成してたんですよ。でもとんでもないだろって、お前ね、経済的負担のために治療を控える諦めている患者さんがすでにいるんだから、高額療養費の見直しでさらに人が死ぬことになるでしょって何考えてるのって言われて、石破は翻したわけですよね。はい。別に私石破ファンじゃないですけど、これは立派な判断だったと思います。しかし、高市さんは、だからポスト石破として、総裁選候補者だった時は、反対してたくせになぜかですね、12月に、手のひらを返して賛成するようになったんですよね。なんでやねんってだから高市さんに投票した人でさえ期待してなかった政策じゃないかと思うんですけど、年収650万円、770万円の所得分が特にひどくて、月額上限が8万100円から最終的に11万4400円で、38% ほど増えるということで、これだけ増やしたら人が死んじゃいますよね。はい。治療を諦める人が出てくると思います。ということですね。いやー、ほんとチーム未来にもがっかりですね。結局ただのリバタリアンだったら維新とあんまり変わらないじゃないですか。こういう時に冷静な判断を下すっていうポジションじゃなかったのっていう。そうですね。いや、参政法党とかで本当日本保守党を呼び込んだのも良くなかったし、最悪ですよね。結局保守党の一票で、だから保守党としてはね、自民党に恩を売ったわけですしね、それも本当に最悪だと思います。自民の適正権、高額療養費、憲法改悪に賛成する地位未来。国が命を大事にしない。これに関しては非難されても仕方ない。石破さんの頃には批判の声を上げていた人は、高市政権の頃にはだんまりを決め込んでいたりする。何なんですか、この国は。そう、OTC 類似薬もね、解約されてしまいました。現在、病気治療中の人にとっては健常者の10倍以上の価値がありそうなお金ということでですね。私は胆のがんステージ4で治りません。長期生存もできません。今まで国民として税や社会保険料をきちんと納めてきました。ある日突然命の限りに向き合うことになり、前のように動けず経済的な痛みに見舞われていますし、低所得者、長期療養者への配慮も大事ですが、私は守られる対象になっていません。患者という人生を生きてきたのではなく、人生最大のピンチで信じていたものから手を離されるのは残酷なことです。夫は15年間闘病してきまして、この間に娘は小学生から大学生になり幸せな思い出もできました。高額療養費の制度がなければ私たち家族の15年はもっと辛いものになっていたかもしれない。これからも優しい国であってほしい。正直今までもあまり優しい国ではなかったのですが、もうより非道な国になったわけですよね。こういう声を聞こうとしない政治は何のために存在しているのかと。直接何度も声を届けているにもかかわらず、無視されていることでですね、党派を問わず医療関係者の人はみんな激怒してると思います。はい。いや、本当にね、なんで維新的な新自由主義をやめさせられないんですかね。本当におかしいですよね。時代遅れもいいとこだと思うんですけど。結局自分たちの金持ち階級だけ良ければいいのかっていう話ですよね。賃上げしないから経済成長しなくて何のに財政赤字も減らしていったらただひたすらに貧しい国になっていくだけですって。その通りですね。まず賃上げしてね、だからその人々の可処分所得を上げないとどうにもならないですよ。OTC アトピーの身としては怒りも収まらない。OTC って名前もムカつきますよね。そうですね。医療費いや無償化なのだ、そんな簡単にみんなに健康に自信あるのかと。だからね、誰でも病気になるんですから、私も病気ですけど、誰でも病気になるわけですから、そこをね、やっぱり削るってのは、何かしらの最後の、あれですよね、手段ですよね。最後の手段で110円、7円しか節約できないってどういうことなのかっていう。はい。維新の吉村は OTC 類似薬を軽微な薬と言っているのを見てゾッとしました。軽微だから OTC になるのではなく、安全性が高いから OTC になるっていうことを分かってない。そのレベルでやっぱ分かってないのか。値上げしないのは金融資本主義の構造的問題です。企業の利益や投資家や生産手段の再投資に使われる労働者に一切還元されない。そうですね。はい。社民主義的政策が必要です。うちとか身内にとっても他人事じゃないんです、アトピー関連ってね。だから身近な人にね、やっぱりその病気を患ってらっしゃる人ってね、大体の人たちがそうではないかと思うんですけどね。はい。
国の誇れる医療制度をですね、破壊しないでください。これ以上と思います。はい。で、高市さんなんか説明で、なんか償還払いをすればいいみたいなことをなんか口走っていたんですけれども、これは、先に医療費を全額払って申請して後から返してもらう制度です。それは保険会社が儲かりますし、保険入れない人は医療を受けられなくなりますよね。経団連は今日本生命の会長なんですけれども、それはねわからんですよ。今の段階で言ったら陰謀説ですけど、政府は保険会社のために働いてるのかって言われてもしょうがないんじゃないかと思いますよ。はい。だからですね、本当アメリカみたいな医療の国になったらダメだと思いますよ。アメリカの医療制度最低ですからね。マイケル・ムーア監督のね、シッコとか、見た方はわかると思いますけれども、あれがあまりにもひどいんで、あまりにもひどいからいろいろ批判されてオバマケアのような制度がやっとできたんですよ。でもそれも結局トランプがね、いろいろ破壊してしまって、また元の木阿弥に戻りつつあるんですけど、はい。実際だからテロリストにね、保険会社の偉い人が殺されたりとかそういう感じの国ですからね。はい。私もアトピーです。今落ち着きつつありますが、またひどくなるのが怖いです。いや、怖いですよね。ですね。不労所得である金持ちで健常者かつ非 LGBTQ の男性にだけは優しい国っていう先民主義にも程があるでしょうっていう。だから高市さんだって持病持ちなんだからそこは分かってくださいよっていう感じですよね。はい。そうですね。だから財政赤字か人命かっていう選択ではなくて、どこを選ぶかっていうことですよね。医療保険をやっぱり一番削るべきところを今回は間違ってるってことですよね。はい。償還払いとか簡単にできるかよ。値上げしないのはそれもありますけど、プラザ合意以前の輸出構造に未だに幻想を抱いてるっていうのは、そうですね。結局輸出頼みの経済構造になってるからっていうのはあるでしょうね。それは安倍以降のずっと問題ですよね。OTC 薬、そうですね。大したことない薬っていう認知なんでしょうね。あの人たちはね。だからイソジン吉村って言われるんですよって言いたくなりますけど。ですね。イギリスの横断歩道で腕骨折、アメリカ人保険が効いてびっくりしましたいやでもアメリカの人たち外国行くと驚くらしいですね。こういうので保険効くんだみたいな顔をするというよく笑い話で言われますけれども、ほんと笑えない国になりつつありますよね。大したことあるわって、なら財政赤字は経済成長で返していくしかないと、ね、そうだからね、本当王道行かなきゃダメだと思うんですけど、なんかマネタイズとかなんか金融関係で国を良くしようみたいなことばっかり言ってるのがやっぱ方向性として間違ってると思いますよね。株主だけは儲かるかもしれないけど、それは株主資本主義という最悪の制度だから人々はひたすら貧乏になるんですよ。そうアメリカの白人男性の平均寿命はどんどん短くなってるそうですね。はい。だからね、トランプはそういう人たちも救ってないんですけどね。そう一般人の味方のふりして資本主義は結局富裕層を優遇してナショナリズムを煽りながら政策は新自由主義なのが近年のポピュリズム政党、極右の特徴ですよね。だからあの手の人たちって結局その上流階級が支配する社会を夢見てんじゃないかと。イーロン・マスクは露骨にそういうこと言ってますけれども、はい。本当にいつまでもこの国は人民に申請させるんですね。申請主義も本当やめた方がいいと思いますね。私だからね、誕生日も近いのでいろいろね、申請しまくってきたんですけど、この場合ね、ほんとめんどくさかったですよ。申請しないでも更新させろやって思いました。そう。だから武器輸出で儲けるみたいなのも間違ってるしね、方向性とかやっぱりお金の使い方とか稼ぎ方の方向性をやっぱ間違ってる感じですよね。はい。人の命に利益を持ち込まないでほしい。そうですね。だから岸田ってそういう意味では本当マシだったんですよね。なぜか増税とか叩かれましたけどね。それを言ったらね。でも1億円以上のなんだっけ、
所得の崖みたいなの、壁みたいなのをなくすっていうのは、所得税のね、システムを改善しようとしたことは本当に良かったと思いますよ。私、岸田好き嫌いだけど、そこは評価してます。でもなぜかね、そこがね、なんか増税とか叩かれたんですよね、一部の人から。あの人たちは何だったんだという、大変疑っていますが。はい。ということでですね、まあ、そういう皆さんのですね、感覚はどうなっているのかというニュースがありましたので、まあ、晒しておきます。国王逃れ元維新議員に大阪市議会が辞職勧告、その裏で当事者の維新が勧告取り下げの働きかけということで、まあ、これなんか結構衝撃的なニュースとして伝わっているんですけど、マジでこの人たち何考えてるのっていうまあ話なんですけど、日本維新の会の地方議員による国王逃れ問題で大阪市議会は先月ですね、27日に国王逃れに関わっていた大阪市議2人に対して辞職を求める勧告決議を全会一致で可決しました。まあ当然だと思います。しかしこの直前、当事者の維新が辞職勧告決議を出さないよう働きかけ、議員辞職を求めない対案を出そうとしていたことが、まああえらによって分かりました。マジで何考えてんので、高額療養費みたいな話をしながらこういうことしてるのっていうですね。まあちょっと、言語を絶するんですけど、まあ、アイラビュの内容よかったら読んでみてください。いや、全く笑えないけれど、なんなんだこれはっていうちょっと内容になってるので、まあ当然ですね、自民党側も激しく維新に怒ってまして、市民の市政に対する信頼を著しく失墜させるものであり、その責任は極めて重大であると、まあ、非難したわけですが、これ自民党の非難ですからね。で、これに対して維新が、いわゆる国王逃れに関与した議員の猛省を求めるとともに、大阪市議会の、倫理の徹底に求める決議ということで、そもそも議員辞職を求めない決議案を求めていたと。何を言ってるのこの人たちは。いやー、なんか信じられないですね。人の命に関わるこういう法律をなんか解約みたいなことをですよ、主導しておきながら、自分たちは国王逃れに関与した議員を許してやってくれみたいなことを言っていたね。吉村さんの、給料とかを財産を全部ですね、国王に入れていただきたいなと思います。はい。ということでですね。日本の福祉政策が諦めようとわざと複雑にしているのではと勘ぐってしまいます。自分さえ良ければいいっていう考えにきつくとこまで行ってしまった極地が今のアメリカ大統領ですね。はい。本当大変でしたね。一応も父親が身体障害者なので、毎年いくつも申請書類があって、いや、本当大変ですよね。疲れます。そう、申請主義ってね、健常者中心主義なんですよね。だから、障害によっては申請すること自体が難しい方もいらっしゃるので、本当ね、優しくないと思いますね。はい。そう、水際作戦もね、普通に行われてますしね。うん。生活保護の受給条件だって日悪く人々に知られてるわけではないし。マシに見えるとかではなく、岸田政権の方針はまだ良かったと思う。結果が出るまで、そうですね、増税みたいなことで、あれを叩いたのは良くなかった、本当に良くなかったと思いますよ。はい。所得税はね、だから、上げるチャンスだったから、維新は普通に犯罪者集団、ヤクザ力員がやっている。議会政治をぶっ壊す。高額療養費から OTC 類似薬どうこう言う前に自分らの保険料を払えよっていう。もう、高市がひどすぎて、岸田増しって言いたくなりますけどね、本当に。まあ、でも本当維新に首び始めたからね、経済関連が加速度的にひどくなったのは、でも事実かもしれないですね。もともと人権侵害とかは、まあ、差別とかは変わってないけど、ほんとすごいよな。マジで自分のことしか考えてない。まあでも、そうか、岸田はそうですね。インボイス強行したのはほんと罪深いと思います。まあ決めたのは安倍政権か。DS やグローバリストを戦ってる設定で貧困層から支持を集めていたトランプがその中枢であるはずの超富裕層を優遇しているのは不思議だということでですね。いや、ほんとね、何なんでしょうね。この人たちはマジで。ちょっと理解に苦しむんですけれども、はい。他に理解に苦しむといえば、維新の元衆議院議員、堀場幸子氏が、公選法抵触か、立候補予定者に計200万円、
なぜか京都地検が不起訴にしてるんですけど、いや、起訴しろよという、ちょっとお話が出ています。日本維新の会の元衆院議員である、堀場幸子氏が、2023年3月、京都府議連と京都市議員選の立候補予定者20人に約200万円のお金を配っていたことが、20人に約200万円のお金を配っていたことが京都新聞社によって分かりました。受け取った人の一部は堀場氏が地盤としていた京都1区内に居住するなどしており、公職選挙法が禁ずる選挙区内への寄付に当たる可能性がある。はい、チーム未来にから出てきた、この前出てた堀場さんですね。はい、落選しましたけれども、なんで議員をお辞めになってたのかなという、まあもはや何も言えませんが、ちなみにチーム未来から出馬しましたが落選しております。はい。堀場市の資金管理団体、今やだからチーム未来だから京都未来図みたいな名前になってるんですけど、政治資金収支報告書によりますと、まあ維新の関係者の人たちとかがなんかザクザクと出ているというもうええ加減にせえよこいつら本当にもうただのねマネロン団体ではないんですかこれは宇佐美健一さんとかですね、維新府議の竹内さやさんとかが、お金をお受け取りになっていたそうでございます。はい。いやー、まとめてほんとやめてほしいな、全員。はい。まあ、やめた人もいるけど。あ、そうですよ。堀場さん、今、チーミラです。はい、チーム未来です。チーム未来チーム未来という謎の政党、何だったのかということで、まあ、正体は維新だったわけですね。はい、私もこれ知らなかったんだけど、実は。はい。欲しいな、200万円。いや、欲しいですね。200万円くれよ。これ不起訴だ。2000人登録者祝いに200万円欲しい。これ不起訴だったらみんな金配っちゃうでしょって。もう野党はしっかりしてという。維新、一ノ坂カラスです。チーム未来なの維新なのどっちなんだい？元維新で、今チーム未来所属で、まあ、チーム未来から出馬したんですけど、落選した人です。落選してよかったと思います。はい。ということで。ですね。まあそうですね。岸田の悪政と言われるものは多くはね、まあ入管法も含めてだけど、大体菅、安倍が起訴したものは多いとは思います。はい。まあでもね、2023年はね、岸田でしたからね。はい。ネオリベ渡り鳥、公職選挙法の形骸化がひどいね。っていうか、チーム未来はそういうこと、だから、ガバナンスの関係がやばいですよね。だから、衆議院議員選挙の時も、立候補してたのに、不祥事が発覚して、いきなり候補取りやめたやつとかいたじゃないですか。だから、ね、だからちゃんとさその議員さんの調べてるっていう過去とかっていうですねまあ非常に疑いが濃いんですけれどもまあこういう人がねゾロゾロいるっていうところも私が信用ならないと思ってる原因の一つではありますはいですねチームオールツも比例近畿です、選挙不正が横行って典型的な腐敗国家じゃないですかっていうだからね、こういうことをね、影に隠れてこそこそやってるんだったら選挙の公正性もクソもないですからね。よくまあ選挙に対象したんだから従えよみたいなこと言ってる人がまあよく言いましちゃいますけれども、金配って選挙に勝ってるんだったらね、不正選挙ですからね。はい。不正選挙です。はい。ということでですね、ちょっと高額療養費の話でした。続けて、まあ、高市政権の話をちょっとしようと思います。圧勝自民党の数の力で改憲論議が一気に進むかもしれない衆院憲法審初討議で条文の作成を求める声が次々と、まあ4月8日にですね改憲反対デモを私どもしてきたわけなんですけれども、9日にですね今国会で初の討議を行いまあ自民が圧勝したのでですね憲法の条文を作成するべきだみたいな感じのノリになっているそうです。なんでそうなるんだよまあ次は10万人デモですね。まあ今回もね一応配信も合わせると10万人ぐらいデモ参加者いたんですけれどもまあさらに数を増すべきだと思います。
国民民主は賛成党を加えると改憲に前向きな勢力は44人となって9割に迫るため、具体的な条文作成に進むよう求める意見が相次いだということで、まあ与党、まあ中道ですね、改憲勢力と、まあ正直言われてもしょうがない、なんか曖昧な方針を掲げているわけですが、まあだから令和さんもいないわけで、社民党も議席得られてないし、だから共産党さんくらいしか批判してないということでですね、今の憲法審が今こんな感じになってると。だから自民、維新、自民、みたいな。で、国民民主党、参政党、チーム未来っていうですね。なので、いるのは共産党の畑野公恵さんだけです。はい。だから彼女だけが明確な9条5権派ですよね、いわゆる。はい。だからこれ民意と乖離してるのも甚だしいんじゃないですか。いくらなんでもここまで改憲望んでる人多くないよね。確かにその全国民、まあ、にアンケート取っても改憲をしたいみたいな人は6割とか6割7割ぐらいは今結構いるのかな、残念ながら。だからまあね、改憲発議されたら危ういと言われているわけですけれども、まあだからといってね、改憲今してほしいみたいなこと言ってる人はほとんどいないし、ここまで極端な結果じゃないだろう。49対1ってどういうことなんではい。残り 40% の人たちはどこに行ったのでしょうかということで、だから政党政治がね、結局民意を反映してないのではないかという疑いが持たれるわけですよね、こうなってくると。はい。ですね。憲法審査会にそう、共産党さんが一人しかいないんですよね。はい。ネット抑圧再分配だと、まあ、露骨にファシストになっちゃうから、さすがにそれはためらいがあるんじゃないですかね。よくわかんないですけど。でもどのみちな、その右寄りで再配分やるみたいな感じになると、まあ、ファシズムに近づいていくし、実際参政党はね、そういう福祉ファシズム、まあ、要は日本人と彼らが呼ぶ人たちだけに福祉を分配すべきだみたいなことを言い始めてるので、だんだんナチスっぽくなってはいますよね。まあ、ナチそのものの主張ではないとは言ったら言い過ぎだと思いますけど、はい。いや、ほんとね、極右とネオリベしかいない。で、参政党の2人でしょ、チーム未来でしょ、国民民主党でしょ、維新でしょ、ね、自民みたいな。いや、マジョリティ多すぎって。まあ、自民党ね、参院で少数だからね、さすがに無理やり通すことはね、これで発議することはできないんじゃないかという気もしますけどね。畑野公恵氏はそもそも国民は改憲を望んでいません。まあ、だってアンケート取ったら改憲を優先してほしいって10% ぐらいでしょ全国民の中で。だから優先順位低いわけですから、今やれとは誰も思ってないですよね。それよりも物価高とナフサをなんとかしろって思ってる人がほとんどだと思うので、でも本当孤軍奮闘になっちゃってるのはなぁ。石油危機時にやることじゃないだろうと。会見より、ですね、この危機的状況にある国民生活を守るべき行動すべき国会議員たちが、弱者切り捨てという意味ではね、東洋とネオリベは共闘できるっていうね、まあそうなるとナチまっしぐらなわけですよね。はい。なので自衛隊を軍に条文作成をみたいなことを言っているんですけど、はっきり言ってね、夢見すぎですよ。だからもし万が一、まあさすがに今の段階では陰謀説だと思うけど、ショックドクトリンみたいなことを考えてたとしても、ナフサは8月にはもはや危ういんだから、憲法改正しますって言ったって割り合わないでしょ、国民投票はいくらなんでも。だからね、自衛隊をね、中東に派遣したことで、その頃にはもうこじれにこじれてね、おそらく軍隊の介入では解決できない領域にまで近づいてると思いますから、まあ最悪の場合ですけどね。はい。だからまあ私はね、ホルムズ海峡の封鎖が一刻も早く解かれることを望んではいますけれども、まあ最悪アメリカが泥沼の戦争にこのまま突き進んだ場合、まあ自衛隊を出すなんてのはね、もうもってのほかだと思います。はい。ということでですね、まあなんか自衛隊を軍にしろとうるさいわけですけれども、まあね、誰もそんなこと求めてませんというですね、とにかく石油を持ってこいということを言ってるのであって、軍隊を出せと言っているわけではありません。いや、本当にくだらないですよね。だから軍隊出しても解決できる段階じゃないでしょ、もはやっていう。
いやーでも本当ね、ラフさがね、足りなくなって、ね、弱者切り捨てみたいなのが流行しだすのが本当に怖いですよね。はい。そう、再分配とか福祉政策とか言ってるのね、反響でね、やっぱりネトウヨとネオリベが一致しているのがね、恐ろしいところだと思います。ラフさ枯渇をごまかしたいから会見とか国旗損壊罪とか煙幕張ってる。まあその可能性の方がまだありますよね。はい。まあ人の私たちの目くらましというかブラフで本気でやる気ではないみたいな感じなのかな。自衛隊が席を取ってこれなら米軍に勝てるだろう。それ80年前にやろうとしたことですよね。ほら、相手を倒して席を取るんだと言って、まあ負けたわけですけど。はい。今やたらと急いでるのは会見や緊急事態状況で戦争ができる国へっていうことよりもオイル危機の影響でこの先大規模な生活の規制が必至だと分かっているからなんだろう。コロナの時はあくまで自粛規制でだからこそ休業保障も必要だったからそれをなくしたくないんじゃないかと思いますという、これはまた別の予想ですけれども、緊急事態条項は確かにこの効果はあると思います。まあ私はね、だから8月にはとても間に合わないのでそれもどうなのかなと思いますけど、そういう議論をですねすることで、まあ、特措法みたいなのを作って、まあ、我々の中から生活をガッチガチに縛る。とにかくお前ら出かけるなとか、なんだろう、石油を使うんじゃないとか、ストーブをつけずにね、北海道の人たちは過ごせみたいなことをね、上から命令してくるのではないかという、ちょっと恐怖はありますね。はい。まあ、それも厳密にはおそらく会見しないでやるんだったら憲法違反だと思うんですけれども、コロナの時よりもそういう過激な自粛警察みたいな人たちが出てきたりとか、まあ、コロナはねマスクつけたりするのは私は当然の公衆衛生だろうと思って今でもやっているので自分から従ってやってましたが今回はねそういうレベルの話じゃないし、さすがにストーブつけなかったら死んでしまうので勘弁してよと思いますね。はい。石油取得のための軍派遣太平洋戦争頭が高市いつも通り給油してください。だからそれをやめろっていうだけなんですけどね。ラドクラフトさんここからですね、来ていただいてありがとうございます。ということでですね、ただね、まあ、高市さんをね、責める人が多いと思うし、まあ、私も批判しまくってますけど、サムネにもしてるし、なので説得力ないかもしれませんけど、まあ、このチグリスさんっていう指摘家の方の指摘はもう大事だと思うので、ちょっと読みますが、自民党の男たちがやれやれ、早苗の暴走には困ったもんだって顔して止めるふりすらせず、本当は自分たちがやりたかったことを全部やらせ、後で高市のせいにし、蹴落とし、何食わぬ顔して自分たちが無傷で後から出てくるのが目に見えているということでですね。だからやっぱりね、高市さんのことは好きじゃなくても、女性のね、人たちにはね、やっぱりこう思ってる人多いんじゃないかと思います。だから全部高市さんのせいにして、彼女が暴走して会見をしようとしたみたいな話に丸め込むつもりじゃないかなという。だから本当はね、麻生とか小泉とかね、なんだっけ、コバホークみたいなやつらの方が本当は会見したいんじゃないかと思うんですよね。だからホルムズ海峡に派遣したがってるかもしれないし、だけど今だったら全部高市さんのせいにできるから、やらせとけみたいなことを言って煽ってる可能性はありますよね。まあ、今井孝代さんは止めてくれたわけですけど、噂によれば。はい。だけどまあね、だからね、なんか女性の暴走みたいなフレームで罪をなすりつけようとするのはやっぱり左翼としてはですね容認できないので、自民党は自民党として責任を取っていただきたいと思いますね。本気で会見するんだったら。はい。ですね。そう、自粛と補助はセットですからね。コロナの時は地獄見ました。サライキッズは自粛警察より立ち悪い行動に出まそう。ガラスの崖、コロナの時は他県ナンバーってだけで叩かれました。あれもひどかったですね。はい。やっぱり自民党政権を終わらせないとどうにもならんですわな。保育士の実習前に誤って感染拡大時期に行ってしまったら尋問並みの対応を受けた。なるほど。だからね、マスクをつけたりとか、公衆衛生を守ることは大事ですけれども、なんだろうね、感染拡大地域に行っただけで責められるとか、それはそれで間違ってますよね。だからそれに反発した人たちが参政党とかに行ったわけですよね。高市に押し付けて小泉がなんかプラスチックって石油なんですよね、みたいなことを言い出すのか。
ね、杉田水脈に言いたいこと言わせて切ったようにね、そう、ミソジニー集団は抹消しなきゃダメですよ。はい。女性に本音をなすりつけるのはいつもの自民党仕草ですね。まあ結局杉田水脈もね、落選したけど、そのために使ってたわけですからね。ほんと汚いよね。本当に。他県ナンバー叩き、全国の学生が集まる大学生の時に被害がと。だからね、本当ね、コロナのそういう行き過ぎた自粛と、まあその公衆衛生の両立みたいなのも、本当は政府が主導でちゃんとやらなきゃいけなかったんだけど、あんまりできてなかったので、結局、反ワクチンの人たちとか、ああいう勢力を生み出したんじゃないかなと思いますよね。はい。まあ私はそりゃね、持病持ちだし、当然自分でね、マスクつけていたわけですけど、そうやって科学的にね、ちゃんと解明するっていう話をあんまりしてこなかったんじゃないかなと思います。まあそれはね、官民両方の責任があると思いますけど、そうですね、高市政治にね、やっぱり自民党政治に反対表明するためにもデモ参加にならなきゃいけないですね。はい。なんかね、筋肉弁護士の人とかね、多分だからずっとあの時半マスクになった人だったんでしょうね、きっと性格的に。彼右翼ですからね。はい、自民党はミソジニー政党です。そして、まあそんな彼らがね、何を考えているかというと、労使協定内で残業時間を柔軟に一律指導停止を提言、時間外労働を月45時間以内に削減することを求める一律の指導を見直しましょう。労基署の時間外労働の月45時間以内の削減を求める一律指導を見直しましょう。違法な時間外労働と足らないよう、サブロック協定や特別条項の締結をサポートしましょう。労基省が、サブロック協定未締結企業にアウトリーチ型の訪問支援をしましょう。いやー、なんか、我々を働かせる気満々でだから、働いてってそれは自分の話だって言ってませんでしたっけもうなんか人が求めてないことばっかり言ってくるのやめてほしいんですけど、はい。いや、ほんとね、高市さん全然仕事してないのにね、なんだよって感じしますよね。オリンピックに関してはコロナ禍での強行とナショナリズム、セクシズム強化の観点からボイコットしました。そうですね。オリンピックボイコットは私もしました。道の海賊さん、ゴカラスです。自民党議員だけで400人超もいるの恐ろしいですよね。何言ってんですか、この提言は。効率よく働きたいんですが。筋肉弁護士さんはね、だからかなりリベラルにも理解ある人ですけど、基本的には保守右翼だと思いますよ。はい。ただね、まあ、先週、火曜日の配信でも言ったんですけど、そんな自民党内はね、イケイケなのかと思いきや、あんまりそうでもないっていうような記事は出てます。まあ、原因は参議院議員ですね。はい。参院自民党幹部は、首相が強気を崩さないことに現状を分かっていないと苛立ちを募らせたと。これ、週刊誌報道じゃなくて時事通信ですからね。いつもはね、自民党をかばうような、まあ、報道が多い時事通信なんですけど、参議院議員のパイプ役になっていたはずの首相側近の佐藤官房副長官は、派閥裏金事件に関与して一時、参院議事での出席が認められず、機能不全を露呈し、両者の溝を深める一因となった。松山誠司参議院議員ら幹部は、年度内成立が不可能となったことを3月30日に高市さんに謝罪したが、首相は目を合わせず、一言も声をかけなかったというって。いや、なんか時事通信がこういう書き方するのちょっとただごとじゃないですよね。まあ、その後、高市さんみんな、いや、高市はおかしいみたいなこと言って怒ってましたけど、X に突然ですね、求めがあれば国会に参る旨を答弁している参院自民党幹部にも伝えていたと。それで参院自民党幹部はまるで我々が首相の出席を止めているようじゃないかと。何を言ってんだ、高市さんはということで、まあ、ますます怒ってしまったということで、なのでですね、もはや参院自民側が高市さんを支持してないのではないかというちょっと記事になってます。はい。まあ週刊誌とかではね、ずっと囁かれてきたことなわけですけれども、やっぱりこうやって時事通信みたいなとこがね、堂々と書いてしまうのは結構ショッキングですよね。はい。
だからまあ、自民党はね、ずっと基本的に利益でくっついてる人たちなんで、巨大与党である限りは分裂したりするのはないと私は思います。何回も、いつもね、なんか陰謀説的にその分裂するみたいなこと言って、絶対分裂しないじゃないですか。だから中国経済崩壊論と一緒で、自民党崩壊はね、自主的には起こし得ないと私は思ってるんですけど、もちろん政権交代できれば別ですけどね。ただね、やっぱり高市下ろしはするんじゃないかっていう雰囲気になってきてますよね。もうだって高市さんって衆議院議員の一部と、その世論のまあ高い支持率しか頼りにするものがない。だからもしこのねナフサ問題を解決できない、やっぱり高市さんじゃ無理だってなれば、参議院はですね自分たちで動いて自分たちの中とか自分たちに近しい人から首相を選ぼうとするのではないかというちょっと見立てもあると思います。ですね。全然離脱はで自由にしててください。ありがとうございます。高市さんについては仕事しないことが一番政権にとって良いということなんだろうかっていうね。いや、だから余計なことしなきゃいいんですよ。だから参議院議員の人たちに目も合わせないとかってさ、だからリーダーとしてやっぱりちょっとって思っちゃいますよね。それは嫌われるでしょう。ちゃんと挨拶はしましょう。だから高市さんがね、だからその官邸に引きこもっているというのもやっぱり何かしらあるんだろうなと思っちゃいますよね、こういう情報を見ると。仕事をしないでほしいと言われる総理大臣とか、なんでネームダック首相がいまだに高支持率なのかっていう、そこが最大の謎なんですよね。だからやっぱりその高市さん個人の人気であって政治家としての人気ではないというところがそこからも 見受けられますよね。タレントというか。一月マーサーチャンネルの高市退陣説を言ってます。そこまで言ったらさすがに今の段階では言い過ぎだと思うけど、私も火曜日そういう配信しちゃいましたけど、あれはあくまでも、その一部週刊誌が言っていることなので、今、そういう確定的なこういう時事通信とかの裏付けのある報道で、高市さんが退陣したがってるということではないです。ないんですけど、でもなんか実現しそうな感じですよね。目も合わせないってちょっと尋常じゃないでしょ。さっきも言ったけど。で、この時多分、土日休んでるんですよね、高市さん。だから相当やっぱり参議院議員とね、溝があったんだろうなというのはあると思います。人権を守らない、国家の存在意義がよくわかりません。その陰謀論を信じた中途。そう、だから自民党分裂みたいなのはね、よっぽどの引力がない限り無理ですから、それ権力手放すわけないでしょ、あの人たちが。そこはね、夢見すぎだと思いますね。はい。でも後任の総理はね、ほんとね、なんか家中の栗を拾う役になっちゃうので、頑張ってくださいとしか言いようがないですけどね。自民党のせいだからね。本当利権のためじゃなくて人権のために戦ってほしいんですけどね。はい。そうですね。いや、っていうか、高市さん自身がやっぱりタレント政治家なんだと思いますよ。この人の本質的な部分。だから局とか言われますけれども、やっぱりポピュリストなんだと思ってます、私は。はい。だからそのタレント的な人気によって、こうやってのし上がって、今人気がもう実際あるわけですけれども、あくまでもタレントとしての人気であって、政治家として評価されたわけではないっていうのが、ちょっと断絶ですよね。はい。何かのきっかけで一瞬で退陣になりそうではありますね。そうですね。だから石破さんと一緒で党内基盤脆弱なんで、もうダメだって言われたら一気に下ろすっていう動きになるかもしれないですよね。弊社社員は特定子会社の製造担当社員にほとんど挨拶しないです。同じグループの会社なのに障害者雇用のための会社で挨拶して、それは差別じゃないですか。ひどいな。私挨拶しないやつ嫌いなんですよね。なんか右翼みたいなこと言って申し訳ないけど基本的にそう失礼な人嫌いです。はい。そう、有権者のやっぱポピュリズム的傾向ですよね。でもね、そう、だから斉藤元彦さんとね、石丸伸二さんを支持した人たちがそのまま流れていると思われるので、ね。赤井康よっちゃんさん、こんからです。一月満札はエンタメとして見てください。エンタメとしてもちょっと、あまり信用はしてません。はい。
だから8月になる前に私は逃走するんじゃないかっていうふうに思ってるんですよね。さすがに支持率下がったらもはや耐えられないのではないかと思います。はい。そうですね。極右仕草もやっぱファッションなんでしょうね。まあ他に支持率が下がりそうな案件といえばまあこれかと思うんですけど、週刊現代さんが報じてますが、早苗トークンの極秘営業資料なるものが、流出されたそうです。まあ週刊現代なので本当かよという感じの内容ではあるんですけれども、なんと高市総理のサインがあったそうです。まあこの事件ですね、まあ高市さんの秘書の木下さんつう人が勝手にまあ進めたみたいな話で、高市さんは知らなかったというようなことを言っているんですけれども、まあ例のろくでもないなんだっけ、ノーボーダーですね、ノーボーダー溝口サイドが、いや高市さんだって承知してたはずだよみたいなことをですね、まあ彼らとしては高市さんに罪をなすりつける動機があるので、まあそれも本当にどうなのかなと思って、まあ3月ぐらいにはそういうことをずっと言い始めたわけなんですけど、まあ、ノーボーダーもノーボーダーでひどいやつらなので私は全く信用してないのですが、まあ、当該資料なるものは一切承知してないし、仮想通貨だとかミームコインであるっていう説明はノーボーダー側から受けてないと。そんなの言ってないのに勝手に高市さんのねグッズだって言ってあいつらが売り出したんだというようなことを、まあ、木下さんサイド、まあ、高市さんサイドは言っていたわけですが、週刊現代が手に入れた早苗 DAO プロジェクト構想概要書2025年11月と題された11枚のペーパーによると、高市総理のサインとともに高市首相本人とともに日本国民全員で明るい未来を作っていくことを決心しました。そこにはねこういう感じで、まあ、ノーボーダープロジェクトと、まあ、仮想通貨コインだ高市コインだみたいなことが書いてあるそうです。はいまあそんなことだなと思いましたけどね。だから高市さんは実態をよく把握しないでなんかノリで書いちゃったんじゃないですかねこれっていう気がするけどな。さすがにこれだってサインコピーとかだかどうかっていうのはちゃんと調べてるだろうから、週刊現代だって訴えられたくないだろうし、だから本物じゃないかと私思うんですよね。でもまあもしかしたらミームコインだっていう説明はしてないのかもしれないし、高市さんはノリでまあこういう感じのね、なんかいい感じじゃないですかみたいな感じでサインしちゃったのかもしれないですねいや首相としてどうなんだそれだとしたらってまあ感じではありますけども、まあもしかしたらこういう話はね結構ポピュリストの人好きなので一気に支持率が下がる原因になるかもしれないです。くだらないですけどね。はい人間は役職や能力で上下つけて格下なんだから言うこと聞けって、まあその考え方がもう差別ですからね。はい。清掃業に対する侮蔑もあるかもしれないですね。警備員さんにも挨拶しないの先民意識から、いやーなんか警備員さんに対する侮蔑もあるような気がして、それは感じ悪いですね。本当に社員教育した方がいいと思います。録音音源もあるとかいう話ではあるので、どっちもやばいから両成敗しましょうって。いや本当ね、両成敗してほしいですねなんかっていうかノーボーダー側も結局起訴も何もされないですけど、なんか金融庁の捜査入るとかいう話はどうなったんですかね。そうですね、すいません。挨拶しないのは社交不安障害の人はいらっしゃるので、挨拶しないからといってね、失礼なやつだと決めつけるのは、それは良くないと思いますし、私もね、その右翼ではないので、すいません。別に、しばき主義的にね、挨拶ぐらいしろや、みたいなことを言いたいわけではないんですけど、ごめんなさい。はい。そこはね、ただね、やっぱり挨拶する相手を選ぶとかっていう、それは最悪なのでね、やっぱりやめてほしいなと思いますね。はい。自分たちが会社の利益を蝕んでいるというね、おごりがあるのかなというですね。昔からいる地元の人の高市と悪口はここではちょっとかけられないよまあ、前にも言いましたけど、奈良公明党の人にめちゃくちゃ恨まれてますからね。高市ならやりかねないし、確かに挨拶が苦手な障害のある人もいるので決めつけはいけないですけどね。はい。ただね、その社員さんがみんなそんな感じだとしたら、やっぱりそれはちょっと本当問題があると思いますね。よくによくある、なんかわからんけどよしっていうですね。いや。
だからまあ4月13日のね週刊現代ではさらなる証拠が出すみたいな、脱法仮想通貨これが動かぬ証拠だとしたは特集記事を掲載するからみんな買ってくれみたいなことを言ってるんですけど、どうなんだろうな。まあただ高市さんは今権力の座についてしまったので、これで正直起訴される可能性はね、残念ながら日本の検察がどうしようもないので低いとは思います。低いとは思いますけど、まあね、なんか民間レベルでのねスキャンダラスな話ではあるので、意外とこういうのが致命傷になって支持率がガクッと下がるっていうことはあるかもしれないですね。今後も追い続けようとは思います。右翼は現場猫だったなんかよくわからんけどとにかくよしみたいな。ということで最後にですね、まああと高市さんのアキレス腱になりそうなことといえば、はい、旧統一教会が新団体を設立しました。献金の受け皿になりたい。名称案は FFWPU。もうこの団体名にする時点ですよ。もうだからずっと言われてたわけですけど、だからなんで世界平和統一家庭連合にしたんですかって、名称隠しじゃないですかっていうことを言われて失礼なって、我々は統一教会であることを隠してはいないっていう、確かに統一って入ってるしなって感じだったけど、ついに FFWPU になってしまいましたいやなんか大学のそういう組織に統一教会関係組織とか入れてたら手法とどう違うんですかねこれ。っていうか許すなよこれの決闘よという、まあ一応財団法人みたいな感じらしいんですけれど、私も知らなかったんですが、ですね、財団法人なんだけども宗教活動をすることになると税優遇の対象になり得る可能性があるそうです。いや意味ないやんっていうですね。当然宗教法人格は持ってないわけですが、まあね、献金を不正をしたい人がね、たくさんいるんだから仕方がないだろうみたいなことを言い張っているんですけれども、いや、だからあなた方が問題なのは、そのお金のそういう徴収の仕方とか、金の使い方とかがおかしいということを言っているのであって、信仰すること自体を否定したり差別したりしているわけではないのですから、むしろ非営利団体とかにならないと筋が通らないと思うんですよね。いやーなんか結局こうなっちゃうのかよっていう感じですけれども、まあね、もちろん解散命令が下ったので宗教法人ではなくなりましたし、300兆あった活動拠点も使えなくなり、おそらくね組織はガタガタになっているとは思われるんですけど、白社さんも逮捕されたので、はい、なんですけども、日本でなんか細々と生き残っていくのかなという、やだなーという話です。ただね、なんかもうここまでだったら自民党へのね逆恨みを起こして、なんか全部その自民党のやばい話とか全部言ってね爆散してくれないかなという期待もちょっとあるんですけど、まあとにかく、目を離すべきではないと思います。はい、ということで高市政権の話でした。ということでですね、昔人間不信で挨拶できなかったです。なるほど。いや、ほんとそういう方はいらっしゃるのでですね。だから挨拶ができないからといって、すいません。私が悪いですね。人格を決めつけたりするのは良くないと思います。ごめんなさい。はい。私はね、ちょっとなんかね、多分こだわり強い性格だからね、ADHD はそれはそれでね、変なことにこだわり強かったりするのでね、申し訳ないです。はい。プレッシャーに感じなくていいですよ。プロレスの新団体かってほんとね、何これってね、プロレス団体にもちょっと失礼な話だけど、何これっていう感じのね、まあ、英語名の略称らしいんですけれども、いや、看板変えただけかよっていう、ね、感じですよね。だから制度設計からしておかしいですよね。なんで財団法人なのに宗教活動できるんだよっていう。だから、いや、それだったら宗教活動自体を禁止せざるを得ないんじゃないですかって思っちゃいますけどね。もちろん宗教活動自体を禁止するのは差別に当たると思うので、普通の団体だったらね、あえて普通と言うけど、普通の団体だったらですよ、普通の団体だったら差別に当たるから、ダメだと思うんだけど、統一教会ですからね。はい。ファミリー、フェデレーション・フォア・ワールド・ピース・エンド・ユニフィケーションの略なんだ。なるほど。ありがとうございます。書いていただいて。
長っ。はい。一方、中道議員は創価学会の試験を受けていた。いや、まあ、創価学会さんはカルトじゃないので、さすがに一緒にするのはね、かわいそうだと思いますが。逮捕してくれてありがとう、韓国。いや、でも、あの対応がなかったらね、ほんとどうなってたかわかんないですよね。日本に白社さん来て、コンボをこっちに移してた可能性ありますからね。さらっと献金したからどうしたらよいかという。だからさ、そういう問題じゃねえだろっていう話なんですよね。はい。信仰の自由が持ち出すとか論理のすり替えがすごいですよね。だから、あえて言いますけれども、統一教会でなかったんだったら私だって信仰の自由でね、ある程度擁護してたと思いますよ。でも、統一教会ですからね。だからあなたたちの問題は宗教であることじゃないのって、違法な金集めをしたことが問題なのであって、金集めをやめろと言ってるのに、なんで金集めを続けようとするんですかね。もう本当何も反省してないよな。だからとにかく違法な金集めをするのをやめなさいっていうことをずっとみんな言っているのにね、山上さんだって報われないですよね、これじゃ。はい。統一教会側は否定してるのはどういうことなんだろうなっていうですね。団体がなくても信仰はできます。はい、その通りですね。で別に団体なくても信仰できるからな。まあ、それはね、だから私もやってるけど、ディスコードとか作ればいいじゃないですか。だからコミュニティさえあればね、信仰できるんですから、信仰のね、そういうコミュニティを作ることはできるんですから、なんで献金を受け付けるみたいなことを最初に言い出すんだよっていう。もうはい。ちょっと呆れてしまいますけどね。いや、ほんとね、宗教のイメージをめちゃくちゃ悪くしてますからね、ほんとやめてほしいですよね。オウムの時も思ったけど。ね、こういう一部の極端な団体が、まあ、全体のね、日本人の宗教差別とか宗教嫌いみたいなのを加速させてると思いますよね。いや、ほんと金の亡者ですよね、多分。ですね。はい。ということでですね、ちょっと、高市政権絡みの話でした。はい。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ありがとう。コメントありがとうございます。後で、これ、リンク集後で作るので追加しときますね。かつて解散になった宗教法人、そうだ、法の花と明覚寺ってありましたよね。はい、ありがとうございます。思い出しました。宗教は本来人を幸せにするべきものだと思います。しかし明覚寺がやっていたことはひたすら人を脅かしお金を巻き上げ人を不幸にさせることでした。民事だけではなく詐欺の刑事事件でも立件され幹部らは実刑判決となりましたということでですね、まあこういう詐欺商法をして捕まった悪質宗教というのは過去にも仏教系の宗教でもねあったわけですよね。だからどの宗派であろうとやっちゃいけないことをやっているので、はい、用語のしようがないと思います。いや、ほんとね、名前英語にしただけだからね、何の反省もしてないでしょ。だから、献金を求めるってどういうことなのって思っちゃいますよね。はい。民族の優劣や民族間の従属関係を主張する教義は憲法違反にならないのかね。まあ、だから、宗教の教義って基本憲法とかね、民主憲法とかと緊張関係にあるので、まあ、それはね、今指摘ありましたけれども、いろんな宗教がそうだとは思うんですけれども、統一教会は特にひどいので、まあ、憲法違反だと思いますよ。はい。
そうですね。だから統一教会との名称変更問題とも関連するという記事になってますね。はい。後でこれリンクにしておきますけど、週刊誌や新聞が追及カンペを貼り、明覚寺から本覚寺っていう名前に変わったんだ。名称が知られるようになった。そして、京都の新しい名の寺を複数作り、活動して、そうか、明覚寺の前が本覚寺か。本覚寺から明源寺、明覚寺、満願寺、折り込みチラシなど運命鑑定など表記を変え名称変更があるとそれまでの問題とは別物だと誤解されていたということでですね、まあ常套手段だったわけですね。まあ水コードを扱うとかはね、そうですね、フェミニズムとも関連するテーマですよね。はい。憲法が直接に観測するのは公権力なので直接違反とはしにくい。まあそうですね。当然ですけども信仰の自由は憲法で保障されているので、はい。まあそこでね、教義が一部ちょっと憲法に抵触するのではないかという疑いが持たれたとして、そうですね。公権力ではないので、はい。国教にならない限りは、別に問題にはならないと思います。まあ国教になっちゃうとね、憲法国家じゃなくなるわけ、立憲国家じゃなくなるわけですけど、そうですね。やっぱり憲法とね、憲法じゃない、宗教と国家権力が結びつくことがやっぱ問題なわけですからね。はい。公明党さんはよくよく反省していただきたいです。はい。はい。ということですいません。これからちょっと、閲覧注意なんですが、いきなり閲覧注意のは出さないですが、差別、ヘイトの話をしたいと思います。ビザ厳格化で外国料理店の閉店相次ぐ、資本金規定が一気に6倍3000万円なんて無理と。まあ私とかがずっと言ってきた内容がようやくグッドモーニングで報じられまして大変な話題になってます。これまあもちろん皆さん知ってると思うんですけど改めて説明しますと、資本金基準がです外国籍の人たちが運営してるこういった企業の資本金基準が6倍にされました。はい。ですね。まあ、ビザの厳格化が原因です。改正ですね。まあ、解約入管法によるんですけれども、資本金が今までですね、500万円以上の、人たちがですね、外国人が日本で企業の経営の際に必要となる経営管理の在留資格っていうのが、まあ、必要だったんですよ。で、これまでは2人以上の日本人もしくは永住者雇用または資本金500万以上を用意することで経営管理の在留資格を取得することができましたが、去年の10月にルールが改悪され資本金についてはこれまでの6倍3000万円以上を用意する必要があったということで、まあこのようなですね、例えばインド国籍でインドのご出身で、インド料理をやってるという、まあ当然こういう方多いと思うんですけれども、方に関しては、いや3000万円なんて作るのは難しいので店を畳んで国に帰ろうと思っていると。そりゃそうですよね。だってまあお金には困ってない方々ですし、だから日本から事実上出てけみたいなねことを国から言われちゃってるわけだから、いやじゃあ出てきますわってお世話になりましたってなるのはもちろん事情で行けない人もいらっしゃると思いますけど、まあ当然だろうと思います。あまりにも不合理ですね。まあこれ実体のないペーパーカンパニー対策として打ち出されたんですけれども、ペーパーカンパニーはですね結構お金持ってて3000万円とか5000万円とか資本金あるので全くペーパーカンパニー対策としても意味ないんですよ。日本人と外国人を区別する理由はどこにあるんでしょうか。ビザの厳格化よりやるべきは実態調査の徹底ではないんでしょうか。資本金1円でも起業できるようにした会社法改正との整合性がありません。これほど重大な内容を政令改正で済ませようとしている点も看過できません。エスニック料理など多様な文化が共にあることで育まれてきた地域社会の豊かさが損なわれていますと、いうことでですね、客が来ても黒字でも閉店、カレー屋を潰す資本金3000万円ルールをやめてくださいということで署名集めてますが、ちょっとまだ1万3000人しか集まってないのでよかったら皆さんも署名してください。はい。っていうことで、だから省令改正レベルのなんかね、一連の入管法改悪の流れにある動きだと思うんですけど、省令改正レベルのことでこんな改悪をできちゃうのがすごいですよね。本当外国の人たちの人権を何だと思ってるのかっていう本当にひどい話だと思います。ということでですね、
差別、いや、本当これ人種差別に当たると思うんですよね、普通に。だから日本で法律を犯さずに、当然ですけれども、経営してるね、人たちのね、生存して商売する権利が奪われてるわけですから、はい。ね、ありえないですよね。いや、本当ね、近くのカレー屋さんとか心配になりますよね。オンライン署名で判定してた話題のやつ。街の外国人料理店が消えて何の得になるんでしょう。普通に経済が縮みますっていう。いや、もちろん経済の保たなきゃいけないっていう問題ではないのですけれども、でもこれは本当ね、隠れた人種差別政策としか言いようがないんじゃないかと思いますよね。なんで外国籍の人だけこんな厳しくすんのっていう。だから意味がわからないじゃないですか。だからね、外国籍の人たちを国に返したいとしか思えないし、まあ国に帰れみたいなこと言うの人種差別ですからね。はい。こんなにたくさん閉店に追い込まれる前にもっと報道してくれれば、ゆるふわ排外主義の暴力性、本当に怖いですよね。いや、本当報道が遅いですよね。ようやく報じてくれたって感じですけれどもね、なんで今までほっといたんですかって。だってオンライン署名立ち上がったのが、まあ去年の10月にその法令が変わったんですよ。で、オンライン署名自体が立ち上がったのがね、確かいつだったかな。まあだから、なんだろうね、私みたいなね、人間とか、外国籍の人たちの人権の活動をしている人たちはね、ずっと前から騒いでたわけですけれども、まあ、2月とかね、1月ぐらいからね、ずっとまあこういう署名活動とかしてたわけですよね。はい。だからね、当然こうなるっていうことは目に見えていたわけですよね。はい。ネット右翼は1億円にしようと言ってる。ふざけんな、お前が用意しろやって、本当に。いやー、チーズナン大好きは結びなく、儲けたら儲けたで野良右翼が叩くし、軌道に乗った商売してたら国が追い出すっていう意味がわからんですよね。ペーパーカンパニーっていうのはアベノマスクに絡んでた会社のことですかって。あれ誰かフィリピンのとかどっかの会社でしたよね、そういえば。社会科の資料室に1円企業の話載ってたら、少ない、拡散協力しないと少なすぎる。いや、少ないんですよね。ほんとね、この外国籍の人たちの人権に関する署名ってなかなか集まんないんですよ、マジで。なんかね、そこにもう人種差別を感じちゃうんですけど、ちょっと先ほどのね、高額療養費がまあこれだけ集まるのは当然の話なんですけど、30万人と比べるとやっぱりギャップが大きいですよね。はい、皆さん集めましょう、署名を。だから日本だって散々諸外国にこれだけ助けてもらってんのに何だと思ってんだっていう話ですよね。だから今だってそれこそだからさ、我々の生活基盤になる石油が全部中東から来てたわけじゃないですか、95% も。だからそんなの当たり前だと思って暮らしてたわけでしょ。でもね、イランで戦争になったらこういうことになるわけですよね。ただただ差別であり何の利益にもならない、これこそ憲法違反の可能性が高いですよね。すでに外国籍の方々は何世代にもわたってコミュニティの一員のはずなのにですよね。だから本当ね、こっちで生まれてる方々なんてね、だから日本語しかね、喋らない人とかいるだろうから、本当にね、やばいですよね。自分の、だからね、出身国に帰れないですからね。はい。インド料理店美味しい店多いのにこれは本当にひどい。国家ぐるみのヘイトクライムに等しい。神谷宗平、そう。なんかね、外国人の人たちはね、なんかその、行動を利用する権利がないみたいな言葉で言い出してるんですけど。お前税金払ってるんだからさ。てか、外国籍の人だって税金払ってるんだから、公共交通機関を利用する資格はあるんですよ。もちろん税金払ってない人にもあるけどね。本当に公共交通機関を払う必要がないのは、例えば、国民健康保険料を違法な手段で逃れるような人たちだと思いますよ。はい。誰でしょうかね。そんなやついるんですかね。はい。ですね。好きなエスニック料理が食べられなくなるという角度しか人にいけないのも辛いですね。嫌いな食べ物を作ってる相手でも人種差別は開かない。まあそうですね。署名してる人はね、鶴ヶ翔さんなんで、当然分かっててこのタイトルにしてるの。分かるんですよ、すごく意図は。なのでね、分かるんですけど、なんかやりきれないものがありますよね。差別ですし、ヴィーガン OK の店を模索すると、こういうカレー屋さんが多く OK 出てきている気がするので、ヴィーガンの方も困るんじゃないかと思いますよね。どうすれば自分ごとに引きつけられるのか。
あとハラル認証の料理もですね、川祐介は救急車不正利用してるし国旗損壊罪だしね、そもそも詐欺みたいな商売してるからねトリプル役満ですよね。国民健康保険を違法な手段で逃れるやつなんているのか波動米売ってるくせにこんなわけわからん差別国家を愛してくれなくてもいいよと言いたくはなりますが、結局これもいじめられた側が対応すると同じ構図なので、排除させようとする側をしなきゃどうにもならないですよね。そう、マジョリティ側の問題ですからね。維新賛成党問題ですよ。維新賛成党入管問題。そうだから人権侵害ってやっぱ差別の問題だということをね、理解して、内越さんとかはもちろん分かって言ってくださってるわけですけれども、なかなかね政治家の人たちも分かっててくれないっていうのがね、なんか2ページ目には在留資格の悪用が要因にみたいなこともっともらしく書いてあるんですけど、いやだからさ在留資格の悪用するペーパーカンパニーを取り締まれないのは自民党の問題でしょって何を言ってるのか。だから真面目に経営してきた人たちには関係ないんだからさっていう話ですよね。はい。署名のね動きとか言ってるので、グッドモーニングさんはね報道してくれる時点でね割と良識的だとは思います。今のマスコミの基準から言うとなんですけども、商工会でもこういったお店と連携してるところもあるでしょうが、再婚の風潮と地元店に目配せしたような合わせ技が本当クソですね。はい。そうですね、沖縄独立したのと同じで被害者側が行動しなきゃいけないのも本当おかしいですよね。おしりエスニックといつまでものタグはクリティカルだし説得力あって素晴らしいと思いますが、だからこそもどかしいですね。河合さんはヘイトスピーチはできても自力の福祉課題は解決できないだろうね。だってヘイト外線しかしてないでしょ、あの方。ヘイト外線しかしてないといえばあって、ちょっと自民党の方の写真しか出ないんで閲覧注意なんですけど、百田直樹氏のアイヌ差別発言に政府了承せず、ということで、なんか先ほどねいろいろ言っていたナフサで頭を悩ませていた木原氏なんですけれども、8日の記者会見で日本保守党の百田直樹がアイヌ民族を先住民族と位置づけた政府方針はおかしいなどと、アイヌ差別としか言いようのない発言をしたことへの論評を避けました。個々の政党代表の発言であり、政府の立場でコメントを差し控える。なんでコメントを差し控えるんだよ。人種差別発言だし、政府方針に反してるでしょと。せめてそれぐらいは言ってほしいですね。だって先住民族と明記したアイヌ政策推進法ってのは2019年に菅さんと安倍さんが作った法律なんですよ、事実上これ。だからウポポイ作ったのって菅さんですからね。いや私菅さん嫌いだけどさ。はい。木原氏は同法に基づきアイヌの方々が誇りを持ってうんたらかんたらと言っているんですけど、百田直樹は非難してください。はい。ということですね。じゃあカビアと参政党支持者は戦前戦時中に徴用された朝鮮の人たちが作ったインフラを使うなというですね。いや本当だよね。あの時作られた道路とかたくさんありますからね。じゃあなんで資本金でシルタリングするんだよ。まともに証拠を集めて捜査しろよっていうね。だから外国籍の人たちに対してこんな雑な対応してるのがやっぱ差別ですよね。はい。在留資格を悪用というのも何かよく分かってない。国籍者が違法行為をしても日本国籍を悪用してるとはならないのにっていうね。そうなんですよね。だから外国の人たちにだけこういうこと言われるっていうのが、そもそもそれも差別的だしっていう。いや差別発言議員本当に多すぎますよね。差別主義者かどうかでフィルターしたら大体自民党の人たちも弾かれると思うんだけど、半分ぐらい。ですね。百田直樹が小野寺勝に感化されたっていうよりは、二人ってやっぱり仲良しだからお互いに影響し合ってるんだと思いますよ。はい。事実上ね、思想でのフィルターはできないんでしょうけどね。はい。あと次ちょっと暴力的な発言なのですいません。ちょっと閲覧注意です。デモの話最後にするんですけど、信じられないアカウントを見つけました。どれだけデモがバカバカしいとか批判的に思っている。それ自体は表現の自由なんですけど、ミサイルを落とすとかトラックを突っ込ませるなんてあまりにもテロリストの考えで擁護できません。100歩譲ってジョークだとしても左右問わず人としてのラインは超えちゃダメだからなということで、これはもちろん極端な事例ではあると思うんですが、なんかね、私ども先日デモやったんですけど、トラックを突っ込ませろとかミサイルを撃ち込めみたいなことを言ってる人たちが結構いるらしいです。怖っテロリストや。
だからテロリストって人のことを言ってる人たちがテロリストみたいなことを言ってるのはどうかと思いますね。暴力扇動ですよね、これ。はい。だからこういう人たちの霊障系の人たちがストレートで反戦デモみたいなのに出会った時に垣間見せるこの憎悪と攻撃性は本当怖いなと思います。はい。OBSLA さんとノミネさん、コカラスです。すいません。ちょっと強烈な発言を取り上げていたんですけど、先日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。記者会見でも質問にちゃんと答えてないですね。まあ差別しそうじゃないですからね。はい。で、暴力ですよ、暴力。なんでここまでデモを増してんですかね。もちろん思想の自由は重要ですが、言葉や態度に行動に表した場合はその限りではないということですね。その通りです。ありがとうございます。で、ただですね、デモクラシーヒアさん、いつも沖縄のことについて話されている方なんですけど、沖縄の基地反対は昔からめちゃくちゃこんなこと言われてます。機銃照射するとかね、撃ち殺すみたいなことの表現もたくさんあります。注目すべきは全部ポギーテドコンでのディップであることです。なので辺野古基地に関しては最近特にね例の不幸な事故もありましてバッシングがひどいわけですが、当然もちろんね事故を起こした人たちの責任は重いですよ。そりゃね人が死んでるわけなんでね責任は大変重いと思いますがだからといってね殺せとかね機銃操作しろみたいなこと言うのはねそれはテロリストやろというしかないですよね。でもその辺野古基地反対運動する人たちってずっとこういうこと言われ続けてるんですよね。はい。やはりその非対称性はね、看過してはいけないと思います。ですね。行動しなければどんなに攻撃性を発露してもいいし、行動しなければ攻撃的でなくてもテロみたいな序列なんですかね。どうなんでしょうね。でも自分で実行しなくてもそうか、口先だけだからいいみたいなこと言ってんで、でも言葉にして表現してポストしてる時点でアウトですよね。はい。先ほどの議論からもそうなると思いますけど。デモ憎悪者は世界公正仮説の論者なんでしょうか。どうなんでしょうね。なんでやっぱりこんなデモを憎んでるのかっていうところのね、分析は必要ですよね。ボギーテドコンか。ごめんなさい。読み間違った。しかしデモや市民運動に対しての憎悪はどこから来るのか。差別主義者ではなく差別表現者っていうことですね。確かにデモは、搾取したり差別したりする権力者にとっては迷惑なものでしょうからね。いやそうなんだろうけど、なんで権力者目線なのかっていうやっぱ権威主義なのかなと思ってしまいますが、そういったものをですね、煽っている連中といえばYouTuber ですね。ほんと YouTuber 良くない。検中動画 AI で量産の現場、軽い気持ちで男性が語った後悔。この記事ね、めちゃくちゃ面白いの、正直めっちゃ面白いので、もう面白いって言ったら不謹慎だけど、震撼させる内容なので、朝日新聞無理して有料で購読しなくてもいいけれども、チャンスのある方は読んでください。インターネットの動画投稿サイトを開くと戦場的な文言の動画が溢れている。日本の文化や産業を称賛したり、日本にいる外国人を非難するような動画である。AI で生成したとみられる動画が紙芝居のように次々現れ、無機質な音声が物語を進めていくものが目立ち、再生数多い動画で十数万に上り、これは広告が挿入され、出題施設に応じて収益を生むという。ほんと最悪だなという感じなんですけれども、無料部分だけでもですね、大体どんな、記事かはわかると思います。この男性の方はただ、全く良識的のない人ではないです。むしろ、何も考えないで、発注されたですね、そういう検中系のいわゆる中国アンチ的な動画を、顔も見たこともないけども、お金稼げるっていうから、将来に不安を感じて副業でもやってみるかというノリでやってしまい、後からですね、俺はとんでもないことをしたのではないかと思って、朝日新聞に、告白したという人です。はい。正直ね、受けた時点でそういう仕事だって分かってくれよという感
感じではあるんですけど、まあでも今の普通の人ってこういう感じなのかもしれないですね。まあなんだろう。だからまあ中国系のそういう動画を作ってもね、別に差別を煽るとは思ってなかったみたいなコメントが、っていう思っちゃうコメントがね、されてるんですけれども、まあなんか日本のね、そういう人たちの認知ってそんなもんなのかなという気はします。はい。まあ、とにかくね、こういう生成 AI とね、差別を煽る動画でね、金稼ぎしてしまうこと自体がおかしいです。はい。ですね。まあ、デモはテロって言った人がいるからな。まあ、言葉の暴力って言いますけども、ヘイトスピーチとかこういう AI で中国動画とかは悪意の塊なんでね、本当ね、普通に暴力だと思いますよ。はい。メソメソソックさん、久しぶりにお邪魔します。ということで、ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。いつもツイッター等でありがとうございます。沖縄の若い女性だって米兵に殺されたり暴力振るわれてるのにそこはスルーされてますよね。そう。だからやっぱ沖縄の人たちに対して向けられてるこういう憎悪とか暴力って本当に非対称なので、それはね、必ず言わなきゃダメだと思いますよ。はい。日東電話もね、日東電話もそもそも辺野古基地のね、反対電話に対してよく言われてたことですからね。レンタカーを借りれなかったはこれの一歩手前だと思うので、そうですね。これは本当にだからこういう中でもやっぱりリアリティある発言をする人は怖いですよね。YouTube 良くないって政治を収益化すべきことを禁止すべきだというね。いや、私はね、政治動画全部収益化禁止するんだったら、私普通に賛成票を投じると思います。どうぞって言って私はね、皆さんのメンバーシップとかね、他にいろいろな手段があるので、っていうか広告料で稼げてないし、まあ正直、再生数で稼げているわけではないので、はい。ですね。だから端的に言ってなんかやっぱり反社会的な仕事ですよね、やっぱり。だから悪いことして金稼ぎしてるっていう認識をしてほしいですよね。はい。はい。カラスワ差別に反対する方の YouTube だからありがとうございます。いやでもね、やっぱり何らかの形でやっぱ本当法規制の網を設けなきゃいけないですよ。反戦反差別 VTuber は頑張りましょう。はい。ですね。この前ポストに投函された通販のチラシで中国製品は一切扱いませんって書かれてたので、知り合いの中国の人が来てくれた時に隠しました。いやー、なんでそういうこと書くのかな。で、まあ、ただですね、こういう動画を作った人へのインタビューを聞くと、発注者がどんな人間なのか気になるじゃないですか。まあ、発注者のこともね、朝日新聞さすがだな、そこはさすがだなと思うんで、素直に褒めたいんですけど、の正体も掴んでインタビューしてます。元国家公務員の男性が励んだ研究動画発注、収益を追い求めた末にということで、いやー、これはね、ちょっとほんと吐き気を催す邪悪でしたね。いや、だからこういう感じの受注者の人がこういう感じだから、発注者の人も実は後悔してるとか、いや、ちょっとこんなことやらなきゃよかったよみたいなことで落ちるのかと思ってたんですけど、全く後悔してないです。結論から言うと。男性は60代で有名私立大を卒業し、外資系など複数の金融会社で20年近く働き、会社の事業撤退を受け2000年代に国家公務員に転職したが、独立して自分で稼ぐことへの憧れが捨てきれず、定年を機に独立してクリエイティブなことで稼いでみたかったんです。自分の力を試してみたかったんです。研究動画なんてたくさん作ってる人がいるのに、なんで僕の動画がバンされるんですか、プンプンみたいなことを、主張しておられます。いやー、正直全財産を国庫に入れてほしい。ふざけんなよ、お前本当によっていう。自分が何したか分かってないんですよね。だからそんなのみんなやってるだろって、まあ確かにやってるんだけど、何が悪いんですか僕のみたいなことで平然と言っているのでですね、ちょっと嫌悪感を隠しきれなかったですね。ひどすぎる。まあでもなんかこの人って氷山の一角な気がするんですよね。だから世間的に見ればすごいエリートじゃないですか。でもエリートの人がまあなんかそういうその引退してからね、こういうことを始めてしまうっていうですね、なんか救いようがない話だし、やっぱり日本のエリート層って思っちゃう嵐ではありますね。はい。ポストにはありましたが、ケットすぐ捨てました。中国に頼りながら中国を叩く DV するタイプのヒーロー。
いやー、差別を収益化する仕組みを問題にすべきですよね。はい。発注者が全く後悔してないの最悪。いや、ほんと最悪なんですよ。これも読める人ぜひ全部読んでください。最悪の気持ちになれます。悪境を要す邪悪とは何も知らぬ無知なものを利用することだ。自分の利益のためだけに利用することだ。というですね。いや、本当ですね。何がクリエイティブだよって AI 生成使ってるくせによって。本当によ。株式会社ヤマトゴコロ。そうですね。株式会社ヤマトゴコロだっけなんだっけ相手はね、あれなんですよ。ガチのね、差別主義者の作ってるやばい会社だったと思います。ちょっと確認しますが。そうだ。元 DHC のね、DHC っていうですね、会社のやっていた、人物が立ち上げた、吉田義明っていう人が立ち上げた会社なんですよ。で、この DHC って、過去にですね、いろんな問題を起こしていて、政治的見解の、問題であったり、もちろん差別の問題であったり、いろんなことをやってるんですけど、極めつけはニュース女子っていうですね、番組の、沖縄リポート放送をめぐる問題ですね。これによってですね、在日コリアンの人たちに対する、激しい差別的な発言であるとか、ですね、いろいろなね、当事者の人たちへの発言などが、大きな問題になって、結局、BPO に訴えられたり、訴訟を起こされたりして、結局ですね、ニュース女子亡くなったっていうような話がございます。はい。ちなみに、それでですね、訴えられたというかですね、原告側になったのが、乗り越えネットさんでして、皆さんね、知ってると思うんですけれども、はい。で、乗り越えネットさんが、この経験を通じてですね、ヘイトスピーチをだから収益化するような仕組みっていうのは、根源的におかしいということでですね、主張されてるんですけど、新菅さんですよね。はい。なのでですね、当然なんですけれども、新菅さんがね、当時、だからニュース女子との訴訟で言ってたことっていうのは、全面的に正しいですよね。はい。ちゅう話ですね。ゲーム実況とか作れよっていう、すいません、ちょっと株式会社、ヤマトゴコロだっけについて説明補足しましたけれども、はい、本当要注意の会社でございます。ですね。クリエイティブなこと、生成 AI ポチリって公共の福祉に反するクリエイティブって。そうですね、元 DHC の会社ですね。はい。差別で食う飯はうまいかと解いても、はいってやからがやってるから、本当に差別で飯食える構造をなくさなければいけない。そう。新菅さんもずっとそう言ってたんですよ。だからね、絶対こういう、だからそのニュース女子みたいな番組で金稼ぎできるのがおかしいだろっていう、DHC テレビジョンそのものを訴えたわけですけれども、もちろん勝ちました。で、だからね、この時に、ヘイトで金稼ぎするのは良くないよっていう、判決が出たんですけれども、それから社会が全く変わってないという、むしろ悪化してるわけですよね。はい。私は中国製品使えません云々のカタログがありましたと。出た、在日コリアン差別のやばいやつっていうですね。そう。ひまそらあかねと裁判させられて迷惑を売られてる団体ですね。はい。だから、新菅さんがね、事実上、師匠みたいなね、感じなわけですからね、ニトイユメロさんの。はい。資本主義は、構造的にあらゆるものを商品化してしまうので、差別が利益を上げると上がれば差別も商品化されてしまうと、まさに今起こっていることがそれですよね。だからシンさんはずっとそれを言ってるんですけどねなんで伝わらないのかなって思っちゃいますよね。正論なんですけどね、すべての道はヒマソラに通じているっていう、ちなみにヒマソラが暴れ出したのが2022年ですから、新菅さんは結局、だからこの DHC 裁判も終わらぬまま、ヒマソラからね、なんか一方的に、やつはなんだろうね、DPRK のスパイダーみたいなことまで言われることになっちゃったわけですよね。もちろんメインでね、やつが、誹謗中傷してたのはコラボですけれども、乗り越えネットもね、なんだっけ、なんとかネットワークみたいなので、要は一体だというふうに言われてたわけですよね。
ね、とんでもねえ話ですよね。だからまさに DHC にそういうこと言われて裁判に勝ってる人に対してまあそういうこと言ったわけですから、それは負けるだろっていう話でしかないと思うんですけど、はい。ひまそらが都知事選で11万票を取ったことは本当に恐ろしいですよね。まあだから桜井誠が過去にですね17万票ぐらい取ってしまって、まあその時もね在日コリアンの人たちをすごく恐怖させたんですけれども、まあひまそらが今度は11万票取って内海聡が 10万票ぐらい取るっていう恐ろしいっていう。だからまあ、在日コリアンの人たちに対する差別とかって面々と続いてんですよ。なんかこの前かな、ちょっと少し前だったと思うんですけど、共同通信がその在日コリアンへの差別からクルドヘイトなどに、まあクルドヘイトとかね、こういうそのエスニック系の料理店やってる人たちとかにヘイトが移ったみたいな記事を出されてて、いや冗談じゃないよって、在日コリアン差別はずっと続いてるでしょって当事者の方が批判してて、まあその通りだなと思ったんですけど、そもそもね、こういう社会だからクルドヘイトとかが生まれてるわけであって、順序が逆だと思うんですよね。在日コリアンのヘイトが隅々まで広がったから、まあ結局ね、是正されることなく残ってるから人種差別っていうのが平然と横行してるわけですよね。はい。なのでやっぱり人種差別をやめさせる仕組みが必要だと思います。ひまそらなんてタコ部屋デマの頃から信頼性カーブだったのに、ミソジニーとアンチフェミの潮流からひまそらに乗った連中が多数いたことは忘れてはいけないということですね。そう、すべての差別はつながってるんですよ。はい。当然ですけれども、ドイツの警察みたいにね、なんかパレスチナのね指示をしたら反ユダヤ主義者みたいな感じで逮捕してくる権力って常に法律を悪用しようとするので、まあそれはねなんていうかもちろん常に監視しなきゃいけないですけれども、だけどね、法律の網がなかったらね、そもそもナチスとか反ユダヤ主義者団体みたいなのがね、もっと多分ドイツではでかい面して歩いてたと思うので、まあだから常にやっぱり法律がね、きちんと適用されるように、市民の側が監視しなきゃいけないっていう話なのかなと思いますね。ゴゴブリさん、コンカラスです。朝鮮学校のアカウントを確認するとずっと事実無根の誹謗中傷を受け続けてます。いや、ほんとひどいですよね。だからもう X がそういう場所になっちゃってて、まあ、あえて多分朝鮮学校さんはね、X でそれでも活動を続けてるのですごいなって思うんですけど、だけど本当は当事者の人たちにそういうことやらせちゃいけないんですよね。はい。本当ヘイトで駆動する資本主義地獄ですよね。ヘイト界隈政治家にしても日本の福祉全般が後退するだけなんですけどね。はい。こういうことでちょっとね、この後ちょっとすいません、閲覧注意なんですが、ちょっとリクエストいただいたのですいません、紹介したいんですけど、はい、まあ、差別を扇動する YouTuber といえばということで、これ差別用語なんですけど、大学就職チャンネルというなんかチャンネルさんがあるそうでございます。なんかチャンネル登録者数が60万人くらいいて、まあ、1000本ぐらい動画がありまして、まあ、とても教育的なチャンネルでございますみたいなことを、お掲げになってるらしいんですけど、あまりにも危険なので、ちょっと烏丸さん申し訳ないけど取り上げてくださいって2回ぐらいちょっと匿名の方にお願いされまして、いやでも別にだけど確かに学歴差別をしてるチャンネルだなっていうのはまあすぐに感じたんですよ。だってこういうタイトルだし、学歴がどうとか就職がどうとかみたいな動画ばっかり作ってるので、まあそういうチャンネルなんだろうなって、くだらないなというふうに思いつつもって思ってたんですけれども、マヨボさん、ここからすです。YouTube さん、ここからすです。は出たっていうことで、ご存知ですか、もしかして。どちらが本当か分からなかったが、ひまそらあかれを支持したからといって悪人とも限らないというような形説にはなおとしか言いようがないですね。すべての差別はつながっていると裏を返すと、何か一種類の差別でも反対し続ければ他の差別のジャンルの差別を続けている人を助けられる。それはそうですよ。だから人種差別とかね、ジェンダー差別とかって全部つながってるんで、やっぱり一つの差別に反対する、もちろん全部の差別に反対しなきゃダメだと思いますけど、一つの差別に反対していることは他の差別反対運動もね、エンパワーメントしてると思いますよ。
はい。イラスト屋の風評被害。学歴差別もネトウヨのコアの一つですからね。はい。2チャンネル側近に学歴差別した連中こそネトウヨの始祖ですと。そういうルーツのチャンネルなんだ。はい、ということですいません。ちょっと閲覧注意です。動画そのものは流しませんが、ニコニコ動画でよくランキングに載ってる動画なんだ。なるほど。なるほど。なるほど。2019年の動画なんですけど、私を否定するかできないであろうって。ちなみに私はノーマルだが、私を自らを言わしめるため、そして周囲を啓蒙して回るため、あえてこのような格好をしているのだという。まあなんか絶句したんですけどね。いや確かにこれはやばいわ。イラスト屋さんの画像を使ってこれヘイト扇動してるんですよ。でまあ一応これ一応言っとくと2018年ですね。すいません。2018年の昔の動画ではあるんですけれども、こういう格好の方がスカートが開放感があるみたいなことを言いながらですね、私を差別する奴らは良くないみたいなことを論破していくみたいなですね。だから厄介活動家はおかしいみたいな内容とかです。いやー、すげえな。だって学歴差別だけど、これ自体は学歴の話も一応出てくるんですけど、だって学歴の話と何の関係もなくないですか？学歴の話と何の関係もないのにここまで差別的な表現するんだっていうですね、ちょっとおののきましたね。でも確かにネトウヨの源流っぽい感じはしますよね。確かにこういう2018年ぐらいってこういう表現、2018年だとトランスエイトが流星した時期とも重なりますし、当時のネトウヨってこんな感じだったよなというのがちょっと思い出されました。はい。大学に行けていないという漠然としたコンプレックスがあるのですが、大学なんて言って当たり前という社会の風潮にまんまと巻き込まれているんだろうなと、ニコニコ動画なるほどという、もう差別的で、ノーマルという時点で、これ本当ね、もっとひどいセリフあるんですけど、ちょっと表示しないので、後でリンク貼っておきますが、ちょっとね、ただ YouTube に直接通報してもおそらくバンされない気がするので、ちょっと後で話します。はい。日本政府が中国、朝鮮や、アジア諸国の、侵略に国民を扇動した結果、こうした差別は作り出されてきている。そうですね。そもそも日本社会に定流として流れている在日コリアン差別がありますよね。だいぶ前に霊障系最強の男の動画を見たことがある。霊障系最強の男みたいなのを作ってるのか。これバンされてないの？そう。日本のトランスエイド概念ですよね。そう。一つ差別を始めると全部差別しないと整合性取れなくなるから。そう。逆に言うとね、こういう差別をし始めると、全部を差別し始めるんですよ。で、だから、さすがにでも2018年だから、最近はこんなこと言ってないんじゃないかと思って、ちょっとこれも閲覧注意ですが、2026年か、ちょっと確認しますが、最近の動画を探したんですよ。最近の動画を探したらこれが出てきました。はい。これ2025年10月だな。男祭りというネーミングが典型的に、これは完全に性別人間論を前提としたシスノーマティブな構造です。今、ノンバイナリーでトランスジェンダーの方々も可視化されていますから、もっとインクルーシブな設計が必要です。ブランディングの観点からフェスティバルのネーミングが内容を抜本的に変えるか廃止した方向で考えた方がいいでしょう。基本的にこれ自体は別に差別的じゃないし、正論を言ってると思うんですけど、いや、これほんとやばいんですよね。黒人っぽい見た目の方に、だからこういうことを言わせて、だからこういうことを言うのは、おかしいでしょみたいな、笑い物にする動画作ってんですよ。いやー、ちなみに後半は露骨なトランス差別も入ってます。はい。いやー、ちょっとすごいですね。2025年10月ですよ。2025年10月にこれ投稿して、なんでバンされてないんだろうっていう。ちょっと衝撃を受けましたけど、確かに私になんか取り上げてほしいみたい。最初にどういう動画を作ってる人か知らなかったというか説明を受けなかったので、あれだったんですけれども、気持ちが分かったという感じでございました。何も反省してないですね。7年経ってるんですよ。7年経ってるんですけど、全く主張の根幹が変わってないでしょう。ますますしかも悪化してますよね。人種差別までするようになってきてるから。いや、すごい。ですね。
ちなみにそれで、本当にね、こういう輩に使われてるの本当おかしいんですけど、イラスト屋さんの利用規約違反なんで、皆さんイラスト屋さんに通報してください、よかったら。無理しなくていいです。無理しなくていいんですけど、問い合わせフォームあるんで、もしかしたらバンできるかもしれない。だって全ての動画にイラスト屋使ってるし、大体の動画まあ全部私ももちろん見てないですけれども、大体こんな感じだから、明らかにアウトでしょう。だし、おそらくイラスト屋さんに、いや、もう使わんでくれって言われたら、動画消さざるを得ないと思うので、まあ多分 AI 生成の動画とかにすると思うけど、まあ少なくとも今のね、差別的な動画は消せるような気がします。はい。まあ、無理なさらなくていいので、まあよかったら、ご協力ください。はい。情報を教えてくれた方ありがとうございました。基本的に F ラン大学生に向けたインセル的な学歴コンプレックスを刺激して冷笑する能力主義全開の動画投稿者です。引きこもりやニートへのスティグマもひどい強い。そうなんだ。なんかいいところが一つもないな。めっちゃ邪悪ですね。いや、でもこんな邪悪な動画作ってると本当思わなかったんで、ちょっとビビりましたね。はい。一つ差別に手を染めるとあらゆる差別を行うようになります。トランスエイトからトランプや戸塚博士を支持してしまった小麦みたいな人もいますという。そうですね。そうですね。アサシンクリードいじりだと思います。安慶さんなんで、はい。名前が。はい。トランスジェンダー差別をしてきた JKR アセクシャルを差別し始めたから、己のための整合性をつけるためにどんどんいろんな差別に手を出すことになるんでしょうね。いやー、でもマジで嫌なのがほんと60万人も登録者いて、これ16万回も再生されてるんですよ。おかしいでしょ。ニコニコ動画だったらわかりますよ。もうそういうサイトだから。でもこれ YouTube ではバンしなきゃダメですよね。本当にひどいと思います。はい。ですね。出身地にもダム建設や、大本営や陰徳飛行場で強制労働をさせてきた歴史がありますと。配信終わったら通報します。ありがとうございます。ダーマメというずんだもん使っている投稿者、なんか言いましたね。社会情勢を切るような形で似たような動画を出していまして、枚挙にいとまがありません。なんでこんなに60万人も登録してるんですかね。悪質な差別だし、就職に関係ないですからね。はい。YouTube は偏見の海です。いや、でももうそう言われてもしょうがないですよね。兄ちゃんと山田さんも知的障害者への偏見を煽ってると最近批判されていますよね。はい。ちょっと私、あっちはね、漫画そのものを読んでいないので、なんかね、すごい邪悪な感じの作品だから読みたくないんだけど、あんまり。まあちょっと検討します。はい。すいません、検討になってしまって。一方で、サハ系チャンネルの登録者の少ないこと、いやー、もっとね、登録者を伸ばしたいところですが、マジでもう差別で儲かる構造を変えなきゃいけないですよね。こんな動画作るやつがシスノーバティブとか理解して使ってる気がしないので、生成 AI に出力させてるのではないか。でも確かにね、このセリフだけおかしいんですよね。ちゃんとしてるじゃないですか。割と、だから最初のところ以外はまあ間違ったこと言ってないので、なんかどっかからコピペしてきたんじゃないかなっていう気がしましたね。はい。ニコニコにも一応ガイドラインがあった気がするんですが。やっぱつれわさん、これの登録者数が60万にシンプルにこんな露悪的なの見てて恥ずかしくならないのでしょうか。お疲れ様です。いや、本当にね。チャンネル登録外そうよ。まあ確かに長年登録してる、長年活動してる人だから、そのチャンネル登録しっぱなしで放置してる人もいるんだろうけど、それにしても60万は多すぎますよね。しかも16万回再生されてますからね。見るなよっていう、本当に。いや、私も一気再生しちゃってるけど。就活情報や証券マンの話などで知識があること自体は確かなのであるので最悪。なるほど。そういった方面の知識はちゃんとあるんだ。ね、悪質だな。確かにね、なんか、なんだっけ、他の情報を検索したら、まあ、著書とかもこの人出してて、なんかそれなりにちゃんとした人みたいなポーズをとってるんですよね。でも動画はこれっていう。なんでっていう。コンプラ意識の高い職場で働きながらそれに反発している。なるほど。読まなくても批判できます。広告やウィキ見てる限りでもアウトなのでと。そうですね。そろそろ寝るので落ちます。お疲れ様です。おやすみなさいませ。メソスさんおやすみなさい。ありがとうございます。90年代からのワークサブキャラのアブック影響がずっと続いているという。
新山は知的障害者や社会的弱者は人格に問題があり自業自得っていう、まあそういうふうに言われてますよね。だからそれ本当に差別そのものだと思いますし、はい。邪悪だなと思っていろんな人のあれを見てるんですけれども、はい。確かね、著書あるんですよ。著書あるはずなんだ。ちょっと確認します。すいません。ご情報を流したらあれだったので、一応確認します。でも、さっき検索で出てきた気がするんだよな。だからさ、なんでこの人に著書があんのっていう感じなんですけど。やっぱ、あるな。しかも2冊もある。霊障が極まってるタイプの差別主義者。なるほど。これしかもなんだあれ、創作なのか。創作でね、一つは、ゲーム風のファンタジー小説で、現代社会の理不尽を切る、なぜ鋼の剣までしか売らないんですかという、作品を出しているそうです。なんかオーディブルとかで見れるけど、まあ一応リンクしておこう。聞かなくていいと思いますけど。はい。ですね。だから、まあこういう作品を作って、まあオーディブルにも登録されているということですね。はい。あと、金融義族、くたばれ上級国民みたいな、著書もあるそうでございます。はい。いや。はい。ですね。どこの出版社なんだろう。出版社に抗議するのもありということでしょうか。いや、でもね、ほんと出版社に抗議したら、これはあれなのかもしれないですね。もしかしたら、考えを変えてくれるかもしれない。でもなんでこれの作品しか見つかんないんだろう。ちょっと待ってくださいね。すいません。ちょっとぐだってしまって。なんか公式が見つからないんだよな。まあ、アマゾン出すとな、ちょっとあれなんですよね。なんか、アマゾン勝手に私のなんか個人情報をいきなり開示したりするので、ちょっと一瞬消すので待ってください。だから Amazon 嫌なんだよな。Amazon ね、人の IP をね、やっぱり、人の IP をね、勝手に公開したりするんですよ。なんか知らないけど。だからね、ちょっと要注意なんですよね。なぜか私のあれが、ID が表示されてしまうという。自費出版なのかないや、ログアウトしてもね、あんまり意味がなんかないんですよね。なんか知らんけど、勝手に、多分、Amazon の、私の位置情報を掴んで公開してんのかな。なのでですね、お届け先になんか適当な、変な住所を入れておかなきゃいけないんですよね。すいません。ちょっと待ってくださいね。有効な郵便番号を入力しろとか出てきた。こんなに高価なのかっていうですね。表示されないけど、まあいいか。お届け先をなんか、非表示にはできたので、はい。これですね。これが、Amazon で売っている現状ですね。なんか、これも Kindle でしか売ってないけど、自費出版なのか。実業の日本社だ。実業の日本社から売ってますね。はい。実業の日本社から売られております。ちゃんとした出版社でした。はい、失礼しました。はい。まあ、もともとはなんか自費出版とかだったのかもしれないけれども、はい。まあ、これと、まあ、YouTuber としてですね、こういう作品を、出されておりまして、まあ、社会派小説みたいな感じで売られているそうです。はい。就活や金融界の理不尽とかを語れるのに資本主義や国の構図や福祉のなさを批判することを封印するとみんな霊障主義者になってしまうと。なるほど。まあそうなんでしょうね。ちなみにこの作品 LINE× 日本テレビ×アニプレックスの3社が主催する第1回令和小説大賞にて選考委員特別賞を受賞。いわゆるゲームシステムにおけるお約束を逆手に取ったメタファンタジーで著者は元証券マンのキャリアコンサルタントで人気 YouTuber であるということで。人気 YouTuber だから取り上げられただけだろって実力で取った賞じゃなくないっていう、思うんですが、それは失礼かな。いやーそもそも出版する方も出版する方だよ。
ちなみに、金融義族もそうですね。実業の日本車ですね。はい。ありがとうございます。どっちも実業の日本車でございました。はい。令和小説大賞人気右平ってですね。でも2作も著作あるのひどいよね。これは文芸書かビジネス著作かっていうなんか売り文句で売っていますけれども、まあ後でリンクはちゃんと貼っておきます。ちゃんと私の個人情報は出ないので、はい。座布団をあげたい人がいる。階級闘争の視点がないと資本家や経営者目線になりがちですよね。というですね。令和小説大賞略して令社。なるほど。ありがとうございます。座布団1枚ですね。はい。いやー。なんだろうな。でもなんだろう。これはなんか上級国民を批判し、下層弱者に分配するみたいなことを言っているんですけれども、社民主義小説じゃないんだろうか。ねいや、でも社民主義者じゃないんだろうな、ネオリベだから。はい。ですね。おやすみなさいませ。ありがとうございました。ということでですね、すいません。なんか3時間ぐらいになってしまったので、そろそろまとめにそろそろ入りますが、デモに不快感を持っている層は中高年男性中心というのを本人たちは自覚がないだろうけど過不調性の未練だと思います。これ中高年の男性のみじゃないの話に限った話じゃないと思いますけど、文句を言うやつが本能的に嫌いで自分以外のやつを黙々と全てに耐えていってほしいんだと思っています。人に迷惑をかけるなという自分の気持ちが正しいと思ってるけど迷惑なのはあなたです。この手の人たちはデモも移民もトランスジェンダーも自分が不快イコール社会の迷惑っていう図式で理解しちゃうんですよね。思考に遠近感がない。相手にも自分と同じ権利があることなんだけど考えたこともないというですね。これね、差別的でない言い回しだしね、すごいなと思ってちょっと感心したんで、感心してなんかちょっと上から目線ですけど、すみません。思考に遠近感がないっていうのは確かに言い当ててるなって思います。こういう人のことなんですけど、なんかね、めちゃくちゃ近視眼的ですよね。なんか自分の分かることでしか物事を捉えない。他人の考えっていうの、基本的に本を読むとかって他人の考えを見せてもらうとか、自分には想像つかない他者がいるっていうことを知るっていう行為じゃないかなと私は思ってるんですけど、なんかこういう方々って全てをなんか自分のフレーミングの中で捉えようとするんで、霊障系の人たちって基本的に不勉強な人多いので、そういうところも特徴だと思うんですけど、なんだろうね。だから基本的に他者を見下しているので、自分以外の、優れた価値観を持った存在なんているわけないっていう、エリート主義みたいなのがあるのかなと思います。真面目に政治経済系の動画や SNS の収益化を禁止すべきです。要は関心が高く再生数が望めるからより過激な内容になっていくのであって、今の日本人にそれを分別できるリテラシーはありません。前回の兵庫県知事選後で本来は訴状に上げる問題だったと思いますということで、個人的には暇空あかねの時点で訴状に上げる問題だったと思うんですけど、こういうね、差別的な動画の収益化は剥奪すべきだと思います。はい。これとかと同じ枠な感じの位置の人です。ライフをハックしようみたいな。なるほど。池田さん、ここからです。この人、日本の偏差値至上主義とか自民党、参政党を揶揄している動画も上げているので、全方位に対して煽ってるイメージ。いやー、でも、霊障系の人ってそんな感じじゃないですか。ひろゆきもそうですよね。はい。ひろゆきもそうだけども、基本的に他者を全方位的に見下しているので、その参政党みたいな人たちも当然バカにしているわけですけれども、陰謀論者だって言ってるわけじゃないですか。それは正しいけれども、ただね、自分が不快だからっていう多分基準なんですよね。基本的に。相手が差別的だから悪いと思ってるわけじゃないってとこがポイントだと思いますね。はい。権利の主張する人間を見ると自らの権利を投げ捨ててでもその人の邪魔をしたいっていう、ルサンチマンですよね。一言で言っちゃうと。そうですね。エリート意識にこだわってる左翼の人も多いのでね、特に男性を自認している人ですけれども、それは後で言いますが、はい。本当ね、男性は反省してください。不勉強だったり勉強できなかったりするなどという方が乱暴ではない。なるほど、すいません。そうですね。なんていうかな、ごめんなさいね。そうですね。ちょっと言い方乱暴でしたね。
勉強ができないからといって悪いと言ってるわけではないです。はい。だけども、霊障系の人っていうのは、まあ、そもそもね、能力的にできないとかっていう、まあ、ちょっと問題とは違うと思うんで、やっぱり他者を見下しているところがね、あると思うので、はい。まあ、そこがちょっと問題点でしたけど、やっぱりちょっと丁寧な言い方しなきゃいけなかったですね。すいませんでした。そうですね。当然学習障害の方とかいらっしゃいますし、勉強しても身につかなかったり、理解できなかったりっていうのはね、当然私もね、苦手な分野のこととかはね、そもそも本読むの得意じゃないし、私も偉そうなことは言えないんですけど、はい。全然読書家ではないので、はい。だからね、でもやっぱり他人をね、見下して、その考えを例えばね、なんかポリコレだみたいなことを言ってね、すぐ不当なものだとか低いものだって見なすのは良くないと思います。はい。そう、自分の我を通すためにわざと調べたがらない傾向。そうですね。だからこういう人って、だからちゃんと調べればわかるはずなんですよ。だからこういうのだってもしかしたら理解して言ってるかもしれない。でも理解してるけど認めたくないっていう多分気持ちが強いんですよね。うん。ね、それはね、良くないでしょ。良くないですよ。見識がね、まあやっぱり、狭いし、まあ思考にね、やっぱり遠近感がなさすぎるっていうところなんでしょうね。はい。ということですね。はい。ということで、すいません。なんかね、本当やりなきゃいけないことが多すぎて、ちょっと言いたいことが多すぎてね、たくさんになってしまったんですけれども、そうですね。反知性主義の問題ですよね、結局。やっぱりそういうなんかね、理知的なエリートみたいなのは気に食わないみたいな、ところでですね。うん。だからやっぱり調べたがらない人っていうのは自分で調べるようにね、誘導してあげなきゃいけないっていうところはあるかなと思いますね。うん。つうことでですね、ほんといろいろありすぎだろ世界ということなんですけど、はい、ただですね、まあ私たちの活動を、だからまあ見てくれてる人も中にはいるのかなということで、まあそれをちょっと取り上げたいと思います。日本のマスコミが、私たちのデモとか取り上げてくれたのかなということで、はい。Just outside Japan's parliament, and there are thousands of people here. It's really rare to see a protest of this size in Tokyo. イランの人たちには連帯を伝えたいなというふうに思っています。まあ一人じゃないんだよというか、日本にも反対している人がいるんだよっていうことを伝えたいなと思っています。Protests were held across Japan in over 100 locations. They were planned before Iran and the U.S. agreed to a 2-week ceasefire. Many showed up anyway, though, fearing it won't last and that fighting could restart. The protesters here are also criticizing the Japanese Prime Minister Sanai Takaichi and calling on her to step down. Her government wants to revise Article 9 of the Constitution, Japan's pacifist clause that renounces war. はい。ということで CNN ワールドの報道ですけれども、ちゃんと高市批判のデモだっていうことも言ってくれてますね。はい、英語ですけど。いやー、こういう報道してよっていう感じっすよね。なんかまあ、なんか歪償化してたりとか、まあ、その高市さんへの批判のメッセージがなかったりとか、イラン戦争に対する日本の全国的な稀な抗議行動みたいな見出しであれされてるんですけど、4月8日水曜日に日本国内100カ所以上で抗議活動が行われ5万人近くが参加しました。デモは当初日本国憲法の平和条項である9条を改正するという高市首相への計画への反対で始まったが、イラン戦争以降規模と頻度が拡大している。憲法改正により海外での戦争への関与の扉が開かれる可能性があると警告しているということでですね、CNN のリポーターさんがわざわざ来てくださって、まあ取り上げてくださるという大変ありがたい話でございます。なんか英語のプラカ増やした方がいいかもしれないですね。はい。っていうことでね、そう、様々な理由で勉強が苦手であるっていうところと、人を身分や属性でバカにするのが良くないっていうのを、まあ、考えるっていうこととか、まあ、やっぱ違うんですよね。うん。そうですね。だから何もかも意味がない相対的だって言ってる割にはね、社会問題にコミットしてる人をバカにしたくてたまらないっていうのはやっぱり自己防衛だと思うんですよね。私から見ると。だから自分の安寧みたいなのが脅かされたくないから、まあつい言っちゃうっていう感じなんじゃないですかね。うん。やっぱりそういう態度だとね、自己の成長がなくなると思うので、はい。
カラスマチャンネル特有の、全然英語の意味は分かんなくても大丈夫です。なんだ。すいません。翻訳があれがないので、ちょっとそのまま流しちゃいましたが、意味は分からなくてもね、映像で見ていただければ分かるかと思います。まあそうですね。だからそういう冷笑しちゃう人とかはね、満たされなかったりとか、その自己肯定感低かったりする人も多いんでしょうね。うん。日本のことはもはや海外メディアを通さないと正しく知ることができなくなってしまった。うん。政治家や資本家といったエリートたちが支配の正当化のために新自由主義や自己責任論を広めています。そうですね。不勉強な奴らだから良くないって言い方は本当良くないですよ。そうじゃないんで、すいません。ちょっと私の言い方も誤解を招いたら申し訳ないんですけど、そうではないのでですね、反知性主義とか、だから他者を見下すっていうのはね、それとはまた違う心の動きなんでね。うん。彼らは自分が安寧でいていい理由を探しているのです。自分たちが豊かなことを正当化しているだけと。なるほど。まあそうですね。成長しなくてもいいし、不勉強っていうか、なんて言えばいいのかな。ちょっと言い方ほんと難しいですね。勉強するのが嫌な人とか、成長したくない人っていうのを否定してるわけではないんですよ。なんだけど、そうなんですよね。自分たちだけが安寧でいるっていうのはやっぱり違うなと思うんですね。はい。まあ終戦を各地で集会みたいな報道をしている人たちがいるんですけれどもね、そうじゃねえだろっていう話でね。まあ私こんな感じで行ってきたんですけど、この球場のでかい球場すごくないですか？はい。まあ他はちょっとぼやかしてますけど、パレスチナフラッグでかいフラッグを持ってきてくれた人もいらっしゃいました。あとこれですね。日本国民は正義と、秩序を、基調とする国際平和を誠実に希求し、国連の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は永久にこれを放棄する。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するというですね。いやー、全部推しの私としてはこれ嬉しかったですね。めっちゃ光ってました。はい。光ってるのでね、一緒に写真撮ろうという話になり、まあ、光ってるんで、写真撮ったんですけど、私が写真下手くそなせいでですね、見事に、ぼやけて見えないというですね。ということをやらかしてしまったんですけれども、はい。まあ、ちょっと楽しかったです。はい。そうですね。民主主義をね、できるのはね、国民の普段の努力ですからね。そうですね。まあ、反差別がやっぱりエリート主義みたいになってはいけないと思うし、そうですね。ネット右翼の人たちをね、全否定、頭ごなしに全否定するんじゃなくて、その差別的なところだけをね、やっぱり正してもらえばいいわけですから、やはりね、彼らもね、自己肯定感が低くて悩んでる人とかもいるかもしれないので、そこはね、気使う必要はあるでしょうね。何万ものデモ参加者のほとんどは NHK のいう市民団体では所属してませんって本当ですよ。どこの団体に所属してるってんだよ。言ってみろって感じでしたね。まあ、令和の人とかね、もちろん共産党の人は来てましたけどね。まあね、そりゃ来てくれるし、だろうし、っていうか1400人いたんですよ。何分の1だと思ってるんですかっていう。いやー、インパクトあって素晴らしいですよね。民主主義を支えるのは国民自身の普段の努力。団体知ってる人一人もいない。ですね。光ってるやつとそうでないのを同時に撮るときは逆にフラッシュ焚くと映ります。写真下手くそで申し訳ねえ。いや、ほんとね、成長するの言ってたのほんとね、申し訳ない。反省してます。私、写真力の成長が全くないことに気づきました。こんだけ撮ってんのに。誰も福祉からこぼれ落ちることはあってはなりませんが、同時に差別してはならないというのは揺らぎませんからね。そう、批判されて叱るべきだし、まあもちろんね、当事者の人たちは差別主義者に優しくする必要1ミリもないので、はい、当然ね、抗議すべきだと思いますけど、っていうところですかね。はい。ですね。医療現場では資材不足がもう起きています。透析患者の命だけではありません。日本政府は、国民の命を守る行動をとっていますか？全くとっていません。ということでですね、平和憲法を守る名古屋の方々もお疲れ様でございました。いやー、なんか全国各地でこういう活動してんのいいですね。で、必ずパレスチナフラッグ掲げてる人いるの嬉しいですよね。はい。
F さんの動画大学生の頃見てました。そうなんだ。もう選挙ウォッチャーの人の身なり、いやだからですね、あれはやっぱ良くないっすよ。だからこの光景を見てやっぱりそれを言っちゃいけないですよね。スマホのカメラ機能には発展の見込みがあることはよくわかりました。そうですね。先にじゃあ、最後に取り上げようかなと思ったけど、猪俣東吾さんの発言取り上げますね。津田さんのこのポストに引用してくれさってるんですけど、猪俣さんってなんか私もよく知らなかったんですけど、昔結構ミソジニスティックな発言をしたりしてしまったりとかあったらしくてですね、なんですけど、ペンライトが日本のデモをリベラル男性によるトキシックマスキュリニティから解放した。すると人々が急激に集い始めた。何が障壁だったかはもはや明らかだろう。自己犠牲を美化し、それを他人に強いるような社会運動はもう終わりなんだ。運動の中でも女性やマイノリティたちはずっと踏みつけられてきたと。オールド左翼的なトキシックマスキュリニティあふれる文体で書いてしまったことに後悔していますというですね。いや、なんかいい方だなとちょっと思っちゃいました。いや、すいません。あまり知らないんですけど。はい。津田さんのね、この取り上げてるこの光景もね、素晴らしいなと思いますしね。やっぱりちょっとね、雰囲気が本当いい方向に変わってきてるのはね、こういうちょっと非常に暗い社会の中でも、ね、やっぱり希望の灯火だなという、なんかそれも偉そうな感じで聞こえたら申し訳ないですけど、いやでもやっぱりね、リベラルなマッチョ男性が支配するみたいな空間の真逆を言ってんのがいいところですよね。はい。そこをね、やっぱりちゃんとね、韓国のね、方々、本当はね、だから韓国の、ね、方々の真似をするというのは、なんかいろんな意味のその歴史のね、ことをやったらおこがましいという私は気持ちにもなってしまうんですけれども、まあそれでもね、やっぱりこういう光景を実現できたっていうのは本当素晴らしいなと思います。うん。ですね。今のご時世に思うところあるのはうちだけじゃないんだなと少し心安らいだ気がする。そうなんですよね。だから結局ね、自分のためになるんで本当デモ行った方がいいですよ。すっきりするので、陰謀論とか排外主義とかヘイトスピーチのデモはもちろんダメですけどそういうデモでなければですね、やっぱり心がすっきりするので行った方がいいです。決して無駄じゃないし、自分のためになるので、はい。そうですね。まあでも自己犠牲は自己犠牲でそうですね。私もだけど多少無理してやっぱり来てる人とかもいるだろうから、やっぱりこういう戦争の状況が早く終わらないと完全に自己犠牲とかマスキュリニティを克服できたわけではないっていうのは忘れてはいけないかもしれないですね。そうですね。大体やっぱりね、中心でね、だって運動してる人とかって、だってこの規模のデモを主催するってもうちょっと想像できないですよ。私だったら多分逃げ出すと思いますわ。3万人って、いや、ちょっと帰りますって言って逃げると思うんですけど。私みたいに集団苦手だとね、多分耐えられないと思うんですけど、すごいパワーだなと思いますよね。はい。よくもちろんね、運営の批判はね、してもいいと思いますけれども、よく取り仕切ってるなと思います。はい。マヤトピョンさん、コンカラスです。本当この動きは希望ですよね。世界一やめろと大声で言えるだけでも一価値ありですって。日の丸持ってる人間いないって噛みついてるやついましたね。私ね、だからちょっと考えたらちょっと霊障的すぎたかなと思うんですけど、あまりにもちょっと笑ってしまったので申し訳ないけど、いや、それはね、日本の人たちは日の丸触れないっしょっていうちょっと話をしたんですよね。だって、あれですよね。日本のあれってあれですよね。だから要するに歴史がある旗なわけじゃないですか、あれってだからその旗の歴史があるのにもかかわらずそれを振るっていうのはですね、ちょっとすごいなって思ったんですけれども、あれちょっと自分のポストが出てこないな。だから日本の国旗のね、もちろん旭日旗は論外ですけれども、日本の国旗の歴史をちゃんと知ってたらですね、日本国旗もうブンブン振り回すっていうのはやっぱり国粋主義者じゃないとなかなかできないと思うんですよね。はい。これか。ちょっとね、言い方がちょっと霊障的すぎたからと反省はしているのですが、お見せしますと、
いやまあそれは日本の特殊性でもあるかもしれないですね。何しろ3つの国で買えなかったの日本だけですしねっていうですね。はい。まあ見ての通りでございますね。はい。まあさすがに旭日旗をブンブン振り回すのはね、極右だけになった気がしますけどね。いや、未だに日の丸振り回してる方、気軽に振り回してる方いっぱいいらっしゃいますけどね、こういう旗だっていうことを忘れてないですよね。はい。私は基本的に日本はねこの時国旗変えるべきだったと思うし、やっぱり変えないっていう選択をした以上は、少なくともね左派はねには振ってもらえないっていう道を選んでるよなと思いますよ。触れるわけないだろこんな旗。別に私だからね一応愛国のつもりでいますけれども、さすがに日本国旗は触れないわ。はい。ですね。政治批判もそうですね、もっとカジュアルにやれるようにしたいですね。まあこういうのじゃなくてね。だって日の丸は植民地主義の象徴だし、ナチスの旗だしみたいな。もう平和憲法でだからね、やっぱり矛盾するじゃないですか。だってこれですよ、仲良し三国って書いてあるんですよ、上の方に。まあ仲良し三国だよねっていうね。はい。いやでもエリさんほんとすごいですよね。はい、尊敬します。はい。負の歴史もあるし、日の丸こそ右翼やネトウヨの旗にふさわしいわっていう天皇制もこの時に解体されるべきでした。まあもちろんだから日の丸は国粋主義以前からあるわけなんですけれども、だからね負の歴史がついてしまってるので、まあそこを克服するためにはやっぱりもうちょっとねその社会が変わる必要があると思いますよね。国会揃いましたが、でかい日本国旗スポーツ選手みたいに羽織ってる人がいました。そんな人がいたの？一緒にいた方はうわーっと顔を合わせてしまいましたっていう。どういう人だったんだろう。斉藤元彦の支援者女性をなんとかマダムみたいに言うの、本当ね、女性差別なんでね、それ本当やめた方がいいと思いますよ。はい。未だに結構言ってらっしゃる方いるけど、さすがにそれはないわってちょっと思ってます。はい。ですね。愛国とは全てを容認することではないですからね。人口の 3.5% を動かせば社会を変えられると提唱する 3.5% ルールでは、そうですね、40万人ぐらいですね。はい。暴走族はまだ旭日旗も現役です。いや、あの人たちはまあ古いでしょ。暴走族だから。いや、日程の残滓が結局亡霊のようになんか染みついてる感じが嫌ですよね。ほんとね。日の丸マント差別主義者じゃない方の右翼なのか。右翼の人も来てもいいと思うけどね、旭日旗とかそういう日の丸振るのはやめてほしいなと思います。ちなみに警察さんのですね、大活躍がいろいろあったらしく、国会前デモはですね、地下鉄の駅の出口を封鎖したり制限したり、横断歩道の先に見える明らかに空いている道を混んでいるので、こちらからは通れませんみたいなことを言ったと。19時前について国会周囲がどうなっているかぐるっと回ったけど、途中で止められたり、イベント会場は混雑しているので、皆さんはここにいてください。イベント会場ってこれフロイト的失言だと思うんですよね。フロイトって失言をした時にその自分の本心が出るみたいなことを言った人なんですけど、楽しいイベント会場だと思ってくれてんだな警察の皆さんもなってだけどイベント会場ならさ、警察がコーンとかその鉄柵で封鎖する意味ないですよね。なんでこんなかなりだから押したりとか蹴られたっていうような報告もあって、かなり警察が暴力的だったらしいんですけど、なんでこんなことしたのって思いますね。警察に分断されながらも平和的に憲法反対、戦争を変えるなと、戦争をするなと、コールする市民、警察の眼前で私たちはもう二度と政府の都合で戦争をしないと決めたというプラカーを掲げる市民。まあ警察の連中は本当ね、こんな感じだったらしいんですけど、威圧的すぎるでしょう。でもまあこの写真がすごいですよね。私たちはもう二度と政府の都合で戦争しないと決めたという、まあこのシーンをねパチリとされてしまったのはですねというか、警察の警備に完全に失敗してるから、またね高市さんは更迭するとかなんとか言い出すのではないかと。安倍さんの時ですね、空撮したシールズの時ですね、
有名な国会前を人の海が取り囲んでる映像あると思うんですけど、あれに安倍晋三がまあ当時激怒して、警察の偉い人とかが全部更迭されちゃったらしいんですよね。はい。なので彼らも多分必死だったんだとは思いますけれども、まあ完全に失敗してるし、ファシスト政府に従う義務ないので皆さんもね、一緒にイベントに参加してくださいよと思いますね。うん。警察が大活躍、悪役っていうまあこういう時警察が悪役なのはまあどうしようもないっちゃしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。8日は国会前が満杯になり、国会議事堂前や外務省方面にも参加者がいました。自分たちが作った旗を政府と取り合いするとかなら納得いきますけどね、と。イベント会場って運動ではなくお遊びの祝ってと見下したい。でもどっちも入ってる気がしますね。見下しも入ってると思いますよ、当然。見下しも入ってるし、なんかね、イベント会場なんだなっていう気持ちもあるんだなーっていう気がしました。いやでも本当暴力には走らないでほしいですね。そうなると本当ドイツ警察みたいになっちゃうじゃないですか。警察官は立ち位置的に権力側とも言えるが、そうですね。一人一人の内心まではわからないですからね。警視会も警察もいっぱいいました。なのでですね、私もね、角丸の人にちょっとチラシもらったんですけどね、マジで気をつけてください。はい。いろんな人がいるので。そしてですね、スタンディングをしていらっしゃる方もいたんですけれども、各地でね、JR 宇都宮駅で無言の憲法改正反対でも参加者に対し暴言も現地騒然ということで、憲法改正反対を訴える栃木県民の方々が、宇都宮駅で、プラカードを掲げて無言で立つサイレントスタンディングを行い、複数の男性がデモ参加者と激しい口論になる場面があり、現場は一時騒然となったと。まあこれ今回明確なね新聞のソースがなかったんであれしますけどSNS によるとなんか右翼団体っぽい人間だったそうです。でルールに守れ広場へ行けと参加者に詰め寄り、女性20代女性が別の男性に右足に蹴られる事案も発生して警察が駆けつけるなどしたということで、いや本当右翼はどうしようもないなという感じなんですけど、これ最初ねこういう見出しだったんですよ。JR 宇都宮駅で無言の憲法改正反対デモ口論暴行で警察出動という書いてあったというですね。いや、下野新聞さんさって、他の方もコメントしてるように、宇都宮はサイレントスタンディングでしたにもかかわらず、一方的に近寄ってきた暴言が入ってきた人がいたんで、平和的デモだったのに、下野新聞の、この下野新聞のこの見出しにはがっかりしましたということで、かなり偏った見方でですね、誰のデスクの意見なのか、誰の意見なのか、記者の意見なのか知りませんけれども、かなり偏った、その暴行した側を擁護するかのような見出しを最初つけてたんですね。それをでも激しく批判されて、見出しを直したと。直すだけマシなんだけれども、もう、新聞さんもほんとしっかりしてくださいよって思いますね。はい。そうですね、賠償化したいっていう気持ちもあったのかもしれないですね。角丸の人ね、しんどそうにビラ配ってたんでね、普通に受け取ってしまったんですけど、いやだからしんどい思いするぐらいだったらさって考えてよって、ちなみにだから別に角丸だからっていうよりかはビラ配り禁止してたんですよ、主催の人たちが。なのに配ってたから、いやと思ってはいしたね。無言のデモ対口論っていう、サイレントデモでも暴言吐かれるので、デモは騒音だから批判してるというのはほぼ嘘ですね。いや本当嘘だと思いますよ。単に目障りなだけなんですよ。はい。で、最後にね、この写真ちょっと見ていただきたいんですけど、国会前の道路の構造と大勢の警官と機動隊、そして厳重な規制策と迂回ルートで分断された人たちを見ながら、サイドコアのいくつかの作品のこと、そして広場の重要性を説いた磯崎さんのことを思い出した。東京には何でもあるけど広場がない。それはいろんな問題につながっている気がするということで、この方ね、アーティストの、鈴木東子さんなんですけれども、この写真素晴らしいと思います。なんか今回のデモの全てを表してますね。磯崎新先生ですね。すいません。今回の、だから、遠くで、
近くには広場がなくて道路しかないんですよ。で、警察の置いたコーンらしきものが、ポツンとあって、誰もいないんだけれども、遠ざけられている向こうにはペンライトを持った人々がたくさんいるわけですよね。だから日本の権力がね、何を遠ざけてるのかっていうのはすごいよくわかる。なんか、ほんとピュリッツァー賞ものの写真だと思います。はい。おとついの国会前に行って以来、僕の頭の中には迂回という煩わしい言葉の響きがずっと残っている。だから広場の重要性という表現はしっくりきた。それにしても鈴木東子さんの凍結した眼差しを感じさせるこの写真はとてもいい。こんな光景がなくなればもっといいだろうと。いうことでですね、松尾清さんのおっしゃる通りだと思います。だから本当はね、広場に集まって自分たちでワイワイでもやりたいじゃないですか。でもそれが許されてないんですよ。権力側の都合ですよね、これ。それが許されないって民主主義国家としてどうなんだっていうところからやっぱり考え直した方がいいんじゃないかなと、個人的には思いました。広場に行けば全然ね、正当性のないものだったみたいですよ。いきなりだから怒鳴ってきて、なんか広場に行けみたいなことを言われたっていうことだったみたいなんで、途中で複数の宇都宮の事件ですね。だから別に宇都宮市はここにスタンディングすることを禁止してるわけじゃないんで、そんなこと言われる筋合いないし、そもそもだから広場みたいなところがないわけですよね。政治活動を堂々とできる場所が。日本にはなさすぎるのでね。はい。広場は映ってるけど存在しない自動車に占領されているというですね。そうですね。だから自動車とかね、なんかパワーや権力に支配されているっていうね、見えない権力があるっていう、なんか日本特有な感じがしますよね、これ。天皇制とかもなんか空白的な権力だっていうふうによく指摘されるわけですけど、はい。日本にも赤の広場が必要だったら、いや別に赤の広場を言っているわけではないのですが、広場あるにはあるけど、多くの目に人に入るような土地にはないんですよね。梅田駅はダンジョンのほどの広さがあるのに、そっか、梅田駅にもそっか、広場はない、広げた場所はないんですね。そうですね。だから何もかもやっぱり車優先で作られている。で、車優先だし、そういうその権力側に都合のいいように作られているっていうのがですね、やっぱり街の構造自体がおかしいっていう話だし、デモと民主主義っていう映画に出てた大杉さんっていう方と私、何回かというか、結構お話したことあるんですけど、大杉さんはやっぱりデモに対して、道路をね、デモ中に占拠してはダメみたいなね、法律があること自体がね、完全に民主国家としておかしいっていう主張をされてて、私もそうだと思います。はい。日本のデモってだから道路を占拠して歩かないじゃないですか。なんかよっぽどのことがない、パレードとかでない限り、車がビュンビュン走ってる横を歩かされるんですよ。参加したことある人はわかると思うんですけど、おかしいですよね。危ないし、なんで警察がそれをなんか必死に規制してね、歩かせるんですかっていう話でもあるわけですし、だから本来優先されるべきものが間違っているので、はい。ですね。やっぱりそういう都市の構造とか法律から批判していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。日本の駅周辺とかね、そう。梅田は地下も複雑ですけど、地上はそれはそれで歩きにくいという、再開発で大きな公園ができるのか。そこはちゃんとそういうことができる場所になるんですかね。なんか宮下パークの事例とかを見てると、なんかそれも、こういう感じで占領されて、有料になってたりしたら、もはや広場じゃないわけですよね。そう、道路開放してくれたらみんな国会前に行けたんですよね。土地の限られた島国っていうのがね、やっぱりみんな利用してる気がしますよね。日本って狭いところに住むのに慣れてしまってる人たち、私も含めてですけど、なので、やっぱりね、広いバーンと土地を使うみたいなのに慣れてない人が多いのかなと。札幌市の人たちはそんなことないと思うんだけどな。なんか結構デモを冷笑してくるやつがいるんですよね。札幌駅前って広くてああいうことやりやすいんですけどね。闇市を解体して道路や交差点にしてきた。なるほど。確かに戦後を考えるとそういう歴史があるんですね。梅田のやっぱりデモはできないんだ。
デモ広場はないけど、原発や米軍基地はあるっていう。だから、ほんとそれがおかしいんだよな。そう。とても商業化された空間。やっぱりそうなんだ。だから宮下パーク的なのはね、あれは本当ね、企業コーポラティズムの権限みたいな、ファシズムとまでは言いませんけれどもね、やっぱり民主主義的なものからは遠いですよね。みんなが使える空間じゃないんで、金払わないと入れないじゃないですか、そもそも。それはやっぱおかしいですよね。やっぱりみんなが使えなければ公園とは言えない。はい。ね、本当にね、だから宮下公園みたいな場所がどんどん日本からなくなっていってるので、まあ、このまま行ったらですね、本当ね、シンガポールみたいにね、どこもかしこも全部規制されてね、集まるんじゃねえみたいなこと言われかねないので、やはりその動きはね、やめさせなきゃいけないなと思いますよね。はい。ということで、すいません、ちょっと、めちゃめちゃ長くなっちゃった。3時間も話してました。いやー、申し訳ない。本日も大変ちょっと盛りだくさんの内容になってしまいましたが、ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。ちょっとね、なんか、フリートークと思ってね、皆さんと喋りながら、いろいろ考えながらね、配信していて、まあ、ありとあらゆる話題を盛り込んでいたら、めちゃくちゃ長くなっちゃった。申し訳ございませんでした。はい。ということで楽しかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。だからもともと野宿者向けのね、の方向けのね、祭りとかやってたのにね、ああいう空間に、されてしまってですね、そのことをものすごくやっぱり批判してた人多くて、当時はね、私もよく分かってなかったですけど、あんまり行ったことがないので、意味がよく分かってなかったですけど、やっぱりそういうね、公共空間みたいなものが破壊されたっていうのはね、大きかったんだろうなと思います。キャンブルニキさん、コンカラスです。ありがとうございました。聞いていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、拡張主義、反対、反戦、反差別ということですね。はい。ということでですね、リベラル男性は特に反省しつつ、はい、行きましょう。でですね、明日の配信なんですが、ファミレスを享受せよの第2夜を、スカーレッタ・クローワルツの音花風花さんと一緒に実況しようと思っております。9時からやる予定でございますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。はい。ですね、まあこのゲームなんか非常に面白かったです。はい。なんかね、政治社会とかであんまり関係ないのかなと思ってたんですけど、結構ね、SF 色も強い内容で、ちょっと怖いんですけど、思ったより、サスペンスフルな内容なんですけど、まあ、興味ある人はチェックしてみてください。第1回が、先週配信してますので、気軽に今なら、アーカイブ見れると思いますので、よろしくお願いいたします。梅田ヨドバシのでもポケモンセンターのおかげでちょっと行き慣れてて、行きはなんとかなりましたけど、帰りは結局ちょっと悩みましたということで、皆さんデモなどもね、いろいろ盛んに行われてますけど、どうかご無理をせずですね、参加するようにされてください。ということでですね、なんとか2000人をキープして、お祝いも皆さんありがとうございました。なんとかね、この2000人をキープして、19日の誕生日まで、頑張りたいと思いますので、よかったらそれまで、応援のほどよろしくぜひお願いいたします。ありがとうございました。ということで皆様本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。